峠超えてますか？おはようございます。かこてつでございます。YouTube 界屈指の峠越え系 YouTuber ということで、これまで私鉄道やら何やらで数々の峠越えをしてきたわけなんですけれども、本日はまた新たな峠を探しにあなたと行こうと思います。今日はですね、私の地元である群馬県の方に向かうんですが、群馬の峠といえばやっぱりピンと最初に浮かぶのが碓氷峠ですよね。はい、鉄オタの皆さん。そして私、超地元が下仁田町というところなんですが、下仁田から長野の先に抜けるところに内山峠というものがあります。大きく私が知っているところだとその2つなんですが、ちょっとこの間地図を見ていてなんだここはと思ったところがあるんですね。そこが渋峠という場所です。調べたところによると、日本最高地点の国道が通ってる場所、国道の中で一番高い場所にある峠らしいんですけれども、なんとその渋峠、群馬と長野県の境に峠の宿、県境の宿かな、県境の宿というお宿が建ってるんですね。めちゃめちゃちょっと変わった外観をしていて、本当に県境の真上に立っているんですけれども、全く予約取れなかったです。ずっと前から行ってみたいと思っていたんですけれども、予約取れなくて、いやー行けるかなと思ってカレンダー見てみたら、本当に今年1日だけ2024年1日だけ取ることができました。主にサイクリングのお客さんとか登山のお客さんとかメインに宿泊できる場所なんですけれども、その峠をまたぐ最中に草津温泉だったり長野に入っている長中温泉だったりあるので、ちょっとなんですけどね、温泉街も楽しみつつ、今日はあなたと新たな峠、渋峠を越えていこうと思います。よろしくお願いします。私今上野駅前のアパホテルに滞在しているんですが、上野から特急草津も去年に新しい車両というか、改造された車両 E257 系初乗車となります。非常に楽しみです。それでは行きましょう。よろしくお願いします。それでは行ってきます。今日は一段と秋っぽい格好ですね。ちょっとブドウ色のデニムのスカートに紫のチェックにこのアグの新しいブーツです。チェルシーブーツ、いつも売り切れちゃうんですけど、今年は早めに買いました。お洋服が気に入ってると旅もハッピーになります。あとはですね、気持ちが先走りしているんですが、ハロウィンネイル見て、これダイソー100均でですね、こういうネイルパーツが売ってたので、ネイルサロンのお姉さんに持ってって仲のいいお姉さんにやっていただきました。もうあと1ヶ月でハロウィンか、早いね。ホテルすぐ出たとこなんですけど、国道4号は日光街道っていうんですね。へえ、そうか、国道1号が東海道なのかな。はあ、この道路もね、かつてはね、日本全国を結んだ街道ですからね。馬とか人が一生懸命歩いてた道が今こんな、上にはしとこうかなが通ってて、上野も久々に来ましたけど、なんかね、ちょっと前までは北の玄関口でしたから、さまざまな寝台特急とかも止まってましたからね。風格あるね、やっぱり。なんかちょっと綺麗になりました。壁の掃除とかされたのかな。もうちょっとなんか昔っぽい外観だった気がするけど、すごいなんか壁が綺麗になってる気がする。上野発の夜行列車降りた時からということで、高架線を走っていくのは上野東京ラインでしょうか。本日は東京都上野駅からあなたを峠越えの旅にお連れいたします。何卒よろしくお願いいたします。かつての北の玄関口、この立派な駅舎、味わいがありますね。上野の今の気温は24度で、全然半袖1枚で快適なんですが、湿度がね超高いんです。昨日の夜雨降ってたんで、ちょっとムシムシする、梅雨が戻ってきたような形。6月にもちなみに梅雨ってきますけど、9月にも梅雨って時期があるんですよね。感じが違うんだけどね。私はチケットレス特急券を買ってるので、このまま通っちゃいます。何もいりません。切符も何も出さなくていい。ちょっと駅弁でも見とこうか。
ちょっと小腹を満たしながら行きましょう。上野駅のスタートといったらもうこれ一択でしょう。国士舘焼き鳥一つ。やっぱね、上野といえば国士舘焼き鳥でしょう。これ買わないとお話になりませんよ。2年前にも特急草津、まだね先代の650あれ1系だっけが走ってた頃、タキシードボディのすごいやつの中でも国士舘焼き鳥で1杯やらせていただきました。懐かしいですね。時が過ぎるのは本当に早いです。今日9月28日は土曜日なんですよね。だけど先週と先々週が3連休でシルバーウィークだったんで、多分ねそんなにカシオペアうわー、すごい遠くだったけどいいもの見えたな。カシオペア機構の皆様が旅立たれていきましたね。うわー、いいもん見れた。すごいな。四季島とかは出ないかな今日は。はい。でシルバーウィークだったんで、今日この土日はそこまでの混雑はないんじゃないかなと思いますね。私が乗車するのは同休日運転の31号9時発で長野原草津口まで行って、そこからバスで温泉ターミナルまで移動って感じです。全車指定席になっちゃったんだ。自由席ちょっと昔まであったような気がしたけど、何でも指定席になっちゃうね。ふるさとの鉛懐かしい停車場の人混みの中にそう聞きに行く卓木。3回連続で抽選に落ちてしまった四季島のホームでも見に行ってみようかな。いつかここから出発したいですけどね。どうにか通らせてくれないですか、四季島さん。乗りたいよ。 JR 東日本の人見ててくれないかな。すごいな。ひときわ目立つ風格だな。13番線ホーム。うわー、プロジェクションマッピングじゃなくて大きなモニターもあるんですね。上野発の名列車。まあでも今日四季島は見れなかったけど、さっきねカシオペア見れましたからね。おー、時、浅間、日立、あけぼの、北斗星、カシオペア。うわー、こんなね名列車がかつては発着してたんだもんな。いい時代だっただろうな、昭和の頃って。ちょっと一回経験して、おおすごい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 、おおすごいすごい、すごいな。本当に新幹線来てるみたい。すごくない？わあ、東北新幹線はやぶさですね。かつてはね上野止まり、あれ大宮止まりだったんだっけ。ここが終着駅の時代もあったでしょう。おお、出発した。おおすごい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 。おお、本当に14編成とかあるのかな、16編成とか。お、すごい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 。おおおお、うわー、おー出発前に感動しちゃった。これ時間遅れちゃうとまずいんだよな。鉄オタ大興奮。すごい。651系スーパー日立時代のこのクリアケース、何なんだろう。缶バッジくじ引きかなんかなのかな。スーパー日立から草津方面に引き継がれて、それも引退しちゃいましたからね。14番線からの発車です。ちょっと命の水買っときましょうか。小さいサイズで110円。お、そろそろ入線するみたいだな。ちなみにフロムアクアです。谷川岳のお水ですね。昔は新幹線の水として缶で販売されてました。お、初めて見る E257 系の
急草津島。あ、緑色かと思ってたけど緑じゃないんだ。緑色はどこだっけ。普通に湘南とかと一緒のカラーリングなんですね。私が乗車するのは3号車です。邪魔します。乗車したのは E257 系電車。2023年に仙台の651系から置き換えられました。しかし作られたのは2000年代初頭で、元は中央本線の特急列車や、あとは房総千葉県の方を走っていたんですけれども、リニューアルされて特急草津島となりました。前まではコンセントついていなかったんですけれども、こちらの車両になってからは窓際に電源が確保されています。ちなみにいつも特急草津島、緑色の E257 系が走っているんですけれども、私が乗車した9時発の列車は土休日にしか運転されないので、おそらく同じく E257 系で運用されている特急湘南とか踊り子の車両を持ってきたんですかね。ドドン、はい出ました。上野といえば国技館焼き鳥。私動画の中で国士舘と言ってて申し訳ございません。どうしても国士舘大学が出てきてしまいます。そして相撲土産と書かれたおみくじのようなこちらはお手拭きとなっております。なぜ相撲なのかといえばもう簡単ですね。そう、両国国技館が上野駅近辺にあるからです。そこではお相撲さんの試合が行われています。試合っていうのか分かんないけれども、ちなみにお相撲さんね、大会が始まる前にこうしめ縄みたいな大きなこの前掛けをかけて土俵を一周するの知ってますか？あれなんでしめ縄巻かれてるのかというと、お相撲さんって神様としての扱いがね、古くからあるそうなんですが、相撲ラーの皆さん合ってますか？これで間違っていた情報を話していたらすいません。でこの国技館焼き鳥なんですけれども、なんとですね、国技館でお相撲観戦の時に確かね、その館内で買えたような気がするんですよね。それでなんとその地下で焼き鳥作られてるんですよ、両国国技館の。すごいでしょ。そんなところで焼き鳥作るなんて、もう神々に感謝しながら、焼き鳥を食べつつお相撲を見る日もいつか来たらいいななんて思います。そして E257 系すごいのが、座席がね後ろに倒れるだけじゃなくて、座面シートが前にスライドするんですよ。座り心地も抜群です。まるで相撲を観戦するように特急草津島で焼き鳥を頬張っていく。ちょっと近くていい。わざわざ頼んだ。あ、そうなんだ。これでトイレに行きたいじゃん。これに。美味しそう焼き鳥です。いただきます。久しぶりに。前もっと安かったんだけど結構高くなっちゃう。整備のし直し、なんかサビがどういうことになるか。ご乗車ありがとうございます。本日は土曜日ですからね、特急草津島は草津温泉の他にも四万温泉、伊香保温泉と群馬の名湯を巡る特急列車です。車内の乗車率は9割以上、皆さん温泉旅行に出かける方がほとんどでした。前に座られていたおじさまたち4人グループだったんですけれども、座席をね向かい合わせて酒盛りをされていたので、隠れてちょっとエア乾杯させていただきました。少しの間同じ空間を共に過ごしましょう。よろしくお願いいたします。
車窓には特急日立、この先日暮里駅で常磐線と分かれ、我々はこの先大宮駅まで東北本線を走行いたします。前のお客様も出発前からぐんぐんお酒が進んでいるんですが、そこでね話されてたのが、いやもう昔はもっと古い車両でガタガタうるさかったけど、最近の車両はコンセントもついてんのがすごいなーなんて、会社だって書類が全部パソコンになっちゃって iPhone だって使ったと思ったらどんどん新しいバージョンが出てもうついてけねえよなんて話をねされていましたね。同じく私もプロ20歳ながら同じ状況にあります。時代に置いていかれないようについていくのが必死でございます。はい、頑張りましょう。列車は埼玉県にやってまいりました。浦和駅に到着。向かい側のホームに止まっていたのは特急赤城、こちらも E257 系なんですが、緑色のカラーリングがされています。こちら5500番台で、もともとは房総地区で若潮として走っていた車両でした。現在私が乗車している車両は2500番台で、こちらも同様に若潮を改造されて作られたものなんですけれども、その2つの違いはね、外のカラーリング以外にあんまりないみたいです。青色は主に踊り子湘南用として、緑色は赤城草津島用として投入されました。ということでテンション上げて引き続き焼き鳥タイムといきましょう。この冷めても美味しいように工夫されて作られた国技館焼き鳥、なんといってもちょっと焦げ目のついた炭火の風味がたまらないんですね。炭火で焼いてるかどうかは知りませんけれども、これをキラッと構えて一思いに串をぐっと抜いていく。そして振り向けば通勤列車、はい、ここに煽っていく満員電車、お疲れ様です、私は優雅に焼き鳥お化け中で決めていますと煽り散らかしたいところなんですけれども、思えば今日ね土曜日でしたね。会社員の頃にきつかったあの時の思いを今晴らすなと、立場が変わったからといって自分に言ってやりたいです。謙虚に実直に生きてまいりましょうといったところで、また見せつけていくお化け中、本当に嫌なやつですね。とはいうものの土曜日にも、通勤の方たくさんいらっしゃると思います。世の経済のために働いてくださってありがとうございます。私も頑張ってお仕事ですから、たくさんお化け中飲んでいい動画をあなたに届けたいと思います。そして隙間からねちょっとちらっと前の方のお化け中が見えます。ここでもエア乾杯差し上げましょう。日頃から皆様お父様方ありがとうございます。ごちそうさまでした。E257 系は踊り子が2021年に置き換わった時に乗って以来かな。それ以来初めてかもしれない。あの時乗った新しい踊り子とかね、特急湘南と内装は全く同じですね。外が緑色になってるのは、緑色にやってる基準って何なんだろう。懐かしい。ギラギラしてるな。こういう作りも何回も言うけど平成初期って感じがしていいですね。こう原色の青とか黄色とか、そう、あとこういうねカクッとしたちょっと合わせ鏡になっちゃうと怖いけど、こういう鏡とかもね、潮騒の255系とかもこういう感じでしたね。おトイレ行っておきましょう。おトイレは原色の緑っていう、これも原色を使うっていうのがね平成初期って感じなんですよね。90年代初頭のサンリオとかも
サンリオ大好きだったんですけど、キティちゃんとかこういう配色のグッズとかめちゃめちゃ出てたなっていうイメージがあります。ちょっとラブホいるみたいな、昭和のラブホいるみたいな感じになりますが、これもこれで味があっていいんではないでしょうか。水洗の洋式便座で特にウォシュレットとかがついてるわけじゃないですね。ここら辺だけ見ると現代的ですね。なんかね、この間乗ったカンパチ16とかもこういう作りのブースありましたけど、ちゃんとチャイルドシートもついてるんですね。ちょっと古めかしい、ちょっと古めかしい感じですけどね、時代を感じます。よいしょ。じゃあ男性トイレ、男性トイレですね。朝からお爆汁なんて贅沢なことをしてしまうとすぐ眠くなってしまいます。プロ20歳でも仮眠って結構頭冴えますね。 iPhone ちゃんも酷使しているので十分にバッテリーチャージしていただきまして、目覚めたら到着していました大宮駅です。特急草津志摩は上野から長野原草津口駅間を東北本線、高崎線、上越線、吾妻線経由で運行しています。大宮から先、次の高崎までが高崎線で、そこから先は上越線に入っていくんですけれども、上越線を語る上で欠かせないのがこちら、フロムアクア。谷川連峰の天然水と書かれていますが、これ実は上越新幹線の大清水トンネルを掘っている時に湧き出たものなんです。谷川岳の真下を突っ切るトンネルです。かつてこの天然水のパッケージには新幹線の絵柄とともに大清水をもじって美味しい水という売り出し方をされていました。車窓には昔懐かしい客車の姿、あれ見るといつも癒されます。列車は高崎駅の構内に入ってまいりました。ここから先上越線を渋川まで運転いたします。谷川連峰に思いを馳せながらフロムアクアをごくっと飲む、そんな旅路もいいじゃありませんか。高崎駅を出発、新幹線の高架橋幅が広くなってきました。北陸新幹線の起点はここ高崎駅で、ここから上越と北陸二股に分かれていきます。ちなみに特急草津志摩は渋川駅あたりまでは新幹線とつかず離れずな感じで走行してまいります。途中十字にクロスするところがあるので、その下をくぐるとき新幹線の橋桁を間近に見れて結構楽しかったりするんですよね。まもなく新米橋に到着いたします。新米橋手前見えてきた日高病院、この病院ね、本当にお世話になったことがあって、小学校4年生10歳ぐらいの時に近所に親族が住んでいて、その家がねダルメシアン飼ってたんですよ。でダルメシアンとわーみたいな感じでお庭で戯れてたんですけど、その時盛大に転びまして、右の膝小僧を4針ぐらい縫ったんですね。ここに見えてきたのは朝鮮飯店、群馬に帰ると必ず行くローカル焼肉店なんですが、その膝小僧を縫ったんですけれども、時を超えてね、プロ20歳になった今、完治したその膝小僧の上に今度高知でずっこけてまた盛大に怪我をするという、多分何針か縫ってもいいぐらいの怪我でしたね。これ治るのは何年先になるんでしょうかね。新米橋に到着、あちらに見えているのは両毛線の211系車両ですね。昔ながらの矢を飛ばしたような羽根付きのような柄が新鮮です。いや、両毛線にはね非常にお世話になったんですよ。私大学群馬大学でして、1年時は前橋にある荒牧キャンパスに通わなければならないんですね。その時実家高崎にありましたから、高崎から前橋まで毎日定期券を使って通っておりました。そしてこちら新前橋にも非常に思い出があります。私が免許を取得して初めての免許更新がここ新前橋の近所にある、免許センターだったんですよ。
8月が誕生日なので免許更新の区間が7月から8月なんですけれども、夏場に行っちゃうとまあ暑いんで毎回9月の下旬に行くようにしてるんです。で一番最初の免許更新の頃涼しかったですよ、9月の下旬って。で今年もその免許更新の年となりまして、いつもと同じように9月の下旬歩いて近所の免許センターまで行ったんですけれども、まあ暑い、37度ありましたからね。9月の下旬で汗ビッタビタになりながら免許センター着いて、すっかり写真撮影があるっていうのを忘れていて、そのまま写真撮ったんですけれども、ビタビタのシャツでが色変わっちゃってて、汗でメイクも全部ずぶ濡れで落ちて、とんでもない写真が仕上がりましてですね、これで5年間私向こう生きていかなければならないのかと、これもね思い出だなと、免許証に2024年過去鉄が生きた印を刻みました。群馬の名峰赤城山、地酒の名前にもなっておりますが、本日はあいにくのお天気でちょっと恥ずかしがり屋さんでしたね。目線を少し前方に移しまして、また山が見えてきました。方向的に谷川岳の方向だと思うんですけれども、あちらは穂高山ですかね。登山など詳しい方教えてください。電車の中にもある。渋川駅を出発。渋川駅も群馬の名湯伊香保温泉の最寄り駅であります。この先我々は吾妻線へと入っていきます。向こう側に分かれていくのはこれまで走ってきた上越線の線路。あっちの方をまっすぐ行くともぐら駅でおなじみドア駅の中をループ線でぐるっと走り、谷川岳、三国峠を抜けて新潟県へつながります。エリアの観光スポットについてご紹介いたします。これより吾妻線内に入ります。吾妻線は渋川駅から大前駅を結ぶ 55.3 キロの路線です。次の停車駅中之条駅は四万温泉と沢渡温泉の最寄り駅です。次の中之条駅は四万温泉の最寄りで、四万温泉は飲めば体によく入れば肌に良い4万の病を治す湯とも言われていますと観光案内が入りました。こちらの特急の名前にも草津の後に島とついているんですが、これ去年のダイヤ改正から始まったんですよね。今までは特急草津という名前だけでした。そして観光案内も全くされていなかったので、昨年のダイヤ改正を機にこの吾妻線沿線を全て温泉の街として売り出そうっていう方針に変わったんじゃないでしょうか。群馬といえば草津、群馬県に草津があるっていうのを知らない人もたくさんいると思うんですけれども、草津の他にも四万温泉、万座温泉、伊香保温泉、たくさん有名な温泉地があります。最近では YouTube でいろんな情報が見れるようになりまして、千と千尋のお宿積善館っていう動画見たことありませんか？あれがあるのが四万温泉なんですよ。なので草津以外にも観光客を呼び込むために吾妻線、JR 東日本の方がいろいろ施策を練ったんじゃないでしょうか。そして今上を交差していったのが上越新幹線の高架橋です。フロムアクアを掲げながら大自然と便利になった世の中に感謝しつつ、あなたと草津を目指します。列車は中之条駅に到着。四万温泉の最寄り駅です。温泉街へは駅からバスで 2,30 分ぐらいかかります。そしてここの駅に停車する前も車内で観光アナウンスがありました。我々が先ほど渡ってきた吾妻川ですが、その上流には八ッ場ダムという新しいダムが2020年に建設されました。それによってそこにあった河原湯温泉という温泉街、そしてその周辺にあった340世帯が完全に水没し、そこに敷かれていた旧吾妻線も2024年に廃止となり、現在は新線を走っています。
旧吾妻線は水没することはなく、吾妻橋と言われる風光明媚な谷合を走ることから、現在はアガッタンとしてアクティビティに転用されています。アガッタンでは当時鉄道トンネルとしては日本一短かった 7.2 メートルの樽沢トンネルを通ることもできます。また日本一短かった鉄道トンネル、樽沢トンネルがある旧吾妻線を活用した自転車型トロッコ、アガッタンがお楽しみいただけます。長野原町にある河原湯温泉駅前には手ぶらでキャンプやバーベキューなどが楽しめる施設もございます。ヤンバー夏マコではカヌーなどの体験ツアーも楽しめ、夏のレジャーにおすすめです。河原湯温泉駅もダム建設に伴い新駅舎が2014年から営業開始したのですが、現在その駅前にはバーベキュースペースがあって手ぶらで楽しむことができます。私が小さい頃はね、このヤンバーダム建設に関してかなり揉めていたんですけれども、吾妻橋の景観も大きく損なうことなく無事に運用開始されたと聞いて、群馬県民としてほっとしております。ドアが開きます。着きました。長野原草津口。ここからバスで30分くらいなんですよね。結構遠いんですよ。今日は土曜日だから混んでるだろうな。早めにバス乗っちゃいたいですね。特急草津島終点の長野原草津口駅から温泉街まではバスで30分くらいかかります。大人1人700円で特急バスと路線バスも出ています。そちらに乗車していきましょう。ずらっとバスが並んでますよ。めちゃめちゃバス来てる。すごい。ということで無事バスに乗り込み、最後部の席に座ることができました。大型バスが5台ぐらい来ていて、立ち客は出ません。前のバスから詰めて全員座れるように配慮されているみたいです。切符の予約状況とかね、ネットで JR の方も確認しているのでしょう。ということでここからは草津温泉まであなたとバスの旅ということになります。このバスの中でも結構いろいろ楽しませてくれるんですね。音声でアナウンスが入りまして、草津温泉の説明だとか、その沿線に広がる歴史、いろいろ語ってくれます。草津温泉湯畑の住所は群馬県吾妻郡草津町草津となっています。吾妻とは路線の名前にもなっているんですけれども、この漢字を見て一発で吾妻読める方は少ないんじゃないでしょうか。この名前の由来なんですけれども、日本神話から来ているんですね。私日本神話大好きで、過去にも私の作品でいろいろその話題取り扱っているんですけれども、大和武に関連しています。日本神話の中で有名なストーリーに神武統制というものがあります。現在の宮崎県高千穂から大和奈良県まで、各地を統治しながら進んだという物語なんですけれども、大和で初代天皇となった、神武天皇、その後12代慶光天皇まで続いた頃、その第三子に大和武という非常に美しい、美貌を持った男児が生まれるんですね。ただ大和武結構突拍子もない行動をすることが多くって危険だなって慶光天皇からは思われていたんです。なのでなるべくその力が自分に向かないように大和から遠ざけたかった。そこで大和武にさらなる統制を命じるんですね。今度は関東甲信越、長野とか東北の方まで統制してきてくれ、そう頼むんです。その統制の道中で音立花姫という女性を大和武は妻に迎えます。しかし統制の最中、荒れ狂う海を鎮めるために音立花姫は自ら海に身を投じてしまうんですね。それを悲しんだ大和武が現在の鳥居峠と言われる群馬と長野の県境、渋峠と碓氷峠のちょうど真ん中あたりにあるんですけれども、その峠であずまはやと叫んだそうなんです。あずまはやとは我が妻よ恋しいということで、そこからここの地域があずまと呼ばれるようになりました。
ちなみに群馬県嬬恋村というキャベツがたくさん取れる村があるんですけれども、そこも妻よ恋しいというところから来ている地名だそうです。ちなみにそんな神話の思いを汲んでか、現在吾妻郡嬬恋村では名産キャベツ畑の中心で妻に向かって愛を叫ぶというイベント、通称キャベチューが毎年9月の第1日曜日午前11時22分いい夫婦の時間から実施されているそうです。そして左手に見えてきたのが草津の道の駅です。ここも懐かしい、何度も連れてこられた記憶があります。昔ここでね、水時計が流行ってた頃たくさん売ってたんですよ。色水と油で砂時計みたいに逆さにして使うやつ覚えてますか？あれめっちゃ買ってほしかったんだけど、なぜだか買ってもらえなかったっていう記憶がね、すごい頭に残っていますね。ここでバスの中、上州草津節通称湯もみ歌の披露がありました。どうぞお聴きください。さていよいよ温泉街に入ってまいりました。先ほどの湯もみ歌の歴史についてはまた後ほど解説させてください。そして私こちら見たことなかったんですが、こんな立派な足湯かけ湯施設ができたんですね。最近のことじゃないでしょうか。4年前にここに来た時はなかったような気がするんですけれども、草津も古めかしい温泉地から近代的な観光地へと進化を遂げています。そして追記なんですけれども、先ほどの大和武の統制の話、東日本を攻めている最中で東早と叫んだことから、東日本イコール東と呼ばれるようになったそうなんです。なので全国各地の地名で東町って書いて東町って読むところ、特に関東とか群馬はめちゃくちゃ多いんですけれども、こういうとこからね、神話から読み方の成り立ちが来てるんだなと、また一つお勉強になりました。そして湯畑の方へバスゆっくり進んでまいります。ここね結構道が狭くって、峠を一生懸命登ってきたと思ったら、今度ね温泉地に向かって急な坂を下り始めるんですね。これもまた草津温泉の特徴です。そしてなおかつ今工事が進められているみたいで、道路の幅がすっごい狭くなっていました。運転手さんお疲れ様です。草津温泉到着いたしました。着きました。草津温泉バスターミナル、30分くらい草津駅からかかるんですよね。最寄りと言っても結構遠いっていう。でこのバスターミナルがまた昭和レトロな感じでいいんですよ。ありがとうございました。着いた。涼しい草津。2時間後に乗り換えるんですけど、私が乗るのはこの6番高速バス白根火山線かな。はい、これで渋峠の方まで向かいます。ちょっと草津温泉で時間潰していきましょう。いけんのかな。すいません、渋峠までってバスって出てます？2時ちょうど。わかりました。ありがとうございます。危ねえ、運休かと思った。すごいずらっと並んでる、かっこいい。ここバスターミナルなんですけど、草津温泉駅って名前あったじゃないですか。これかつては軽便鉄道が草津温泉まで走ってて、その時ここ確か駅として使われてたから、草津温泉駅っていう名残があったはずということで、あと2時間ですね。ちょっとブーツ履いてきちゃったからな、足湯は難しそうなんですが、温泉街の雰囲気楽しみましょう。2025年冬
天狗山レストハウス。なんかさっきもバスターミナル来る前に足湯できてて、あんなのなかったんだよね昔。うわすごい、どんどん変わっちゃうな。硫黄の香りがプーンと香ってきますね。湯畑は歩いて5分です。結構ね本当に渋峠のちょっと手前の方にあるんですよ、草津温泉って。だから長野原草津口を出てからかなりの峠道をぐーって上がってくるんですけど、この草津温泉の湯畑に行く手前で急激な坂道があるんですよね。もうぐーっとすごい急勾配で、またこれから先坂道を下に下っていくんですけど、だからバス結構大変だなと思って、しかも今日途中工事してたからすごい細い道を、バスの運転手さん素晴らしいですよね、運転技術がね。私群馬県は生まれ故郷ながら、草津はね本当に何回も来てるんですけど、近所すぎて泊まるってことはないんですよね。思い出はねなんかかすかにあるようなないようななんだよね。小さい頃にそれこそたくさん連れてこられてるんで、もう学生になっちゃうとわざわざ温泉街とか来ないじゃないですか。しかも私東京出ちゃったからさ、だからあえて草津温泉を選ぶっていうことをしてこなかったんだけど、コロナ成り立てぐらいの時に母鉄と来たのかな、確か動画にもなってると思うんですけれども、それぶりですね。丸4年ぶりの草津温泉かな。草津名物湯畑へバスを降りた瞬間から強めの硫黄泉の香り。草津は祖母がまだ元気に足腰が良かった頃、それこそ20年前ぐらいなんですけど、散歩がてら草津温泉来ることがよく多くって、でおまんじゅうをやっぱお年寄り好きじゃないですか。おまんじゅうをね買ってたんですよね。買ってたというかもう半ば買わされてたみたいな感じなんですけど、今もまだあるのか分かんないけど、草津って結構まんじゅうの押し売りが名物っていうか、なんかそんなの名物になっちゃっていいのかって感じなんですけど、こうまんじゅう通りみたいなところがあって、なんか湯気をもくもくこう煙らせて、そこにおまんじゅうを置いてお客さんをおびき寄せて、そこに来たらはいはいこれ食べててね、これ食べてってみたいな無料でくれるんですよ、バンバンね、こうおまんじゅうを。それを食べてたら、はいじゃあこれも買ってみたいな感じで、お茶もどうぞとかってお茶も出されてまんじゅうも出されて、めちゃめちゃこう買わされるっていうのがすごい記憶に残ってますね。結構怖かったんだよね。結構すごい坂でしょ、もう急激に坂道なんですよ。もうねいつもバスで峠を登ってからこの坂を下らなきゃいけないっていうのが大変だなと思ってました。あんな感じで煙をねこう出してお客さんを呼んでまんじゅうを押し売りするっていう、今もまだ残ってるのか分かんないけどね。今はこことかも整備されちゃってて、また新しい温泉とかできてるんですけれども、私が小さい頃ここ全部町営駐車場だったんですよね。全部駐車場で、ここに車をぐっと下ろしてきて、ここに止めて湯畑見るみたいな。で今ほどこんなに綺麗になってなくて、もっとねこう当時から草津温泉群馬の中では有名でしたけど、こんなにきらびやかっていうか華やかな温泉街じゃなかったんでね、ちょっとこうもう少しひなびたというか、あんまり派手さはなかった。どっちかというと素朴な温泉、湯畑がちょっと目立つみたいな、ライトアップとかもしてなかったんで、そんな感じだったんですけど、今はねこっちの方も全部綺麗になっちゃってすごいですよね。売り上げがね確か低迷しちゃった時期があるんですよね、草津温泉って。だけどそれをこう V 字回復させるためにここら辺も全部石畳で綺麗にしたっていう記事を読んだことがある。よいしょで、ここの白旗温泉の源泉だったっけな、これもね平成に入ってから復刻されたんだよね。もともとはここにあったんですよ、確か大正時代ぐらいまでは。けど戦争か何か、それともなんか老朽化か何かで一回なくなっちゃって、でもこれがすごく由緒正しい温泉だったみたいで、これをまた同じ場所に建て直そうってことで、そのプロジェクトが平成に経ってから持ち上がって、今また新たにというか元あった場所に建てられてますね。後ろが草津山
高専寺でいいのかな。朝間ミートもなんかいいですね、地元っぽい。あ、まだ特急列車の1便目が到着したところだから、そんなに人いないですね、朝の時間はね。あと3連休が2回続いちゃったからさ、あんまりそこまで人は多くないね。先週とか先々週の方が多かったんだと思う。あー、すごい硫黄の香り、すごい、めちゃめちゃ香ってくる。ものすごく暑いですよ。源泉100度ぐらいだよね。めっちゃ暑い。でここにお湯が沸いてて、向こうのこの湯畑をね、ぐーっとお湯を通して、で滝みたいになってるんですけど、ちょっと超えたところが、そこにドバドバってお湯を落とすことによって温度調節してるんですよね。でこの流す最中、あそこのこの通路のところで湯の花が取れるんですよ。その湯の花が美肌効果があったりとか、それをこう入浴剤に加工したりとか、確かそういう話聞いたことあるんだけど、そうだった気がする。でここをぐるっと回ったところがみんな知ってる湯畑の絵ですね。行ってみましょう。足湯とかもあります。ここの標高は1156メートル。だいぶ高いです。なんか今日海外の人少ないな。日本人が多い。わー、すごい。ここでこう湯の花が取れるんですよ。わかります？こう硫黄泉なんですけど、もうめちゃめちゃ強い硫黄泉、なんですけど、そこから取れる湯の花、これをそのまま川に流しちゃうと酸度が高すぎるんですよね。酸性が高すぎるから、中和するために石灰かなんかを溶かして一緒に混ぜて、アルカリ性と酸性で中和させて川に流してるんですよ。でその石灰を我が地元の下仁田町にね、青倉石灰っていう採掘できるところがあるんですけど、そういうところから取っていって混ぜて川に流すっていうことをしてたはずで、草津に歩みし100人の中に桂歌丸さん、2010年にいらっしゃってるんですね。平成22年来葬でいいのかな。歌丸さん、私の笑点といえば歌丸さんと円楽さんですね。円楽さんが司会やってた頃の、あと小武平さんとかね、懐かしいです。すごい、あそこにねスマホを置いて撮影できる場所があるんですよ。ありがたいですね、 YouTuber にはね。ちょっと草津節歌いたくなっちゃうな。すごいね、いい歌なんですよ。それではちょっと失礼して。草津よいとこ一度はおいで、お湯の中にもこりゃ花が咲くよ、ちょいなちょいな、確かこんな感じだった気がする本当にお湯の中にもお花咲いてますよね。うまく歌いましたよね。わかりますか？綺麗にお湯の中に白いというかクリーム色のお花が咲いています。そしてエメラルドグリーンに輝く源泉、滝壺も素晴らしいじゃないですか。スマホを立てかけておいても撮られないっていうのが日本のすごいところですよね。海外の人たちもここに来て撮らないっていうのがちょっと民度高めで嬉しいですね。草津温泉の自然湧出量は日本一を誇り、毎分32,300リットル以上、ドラム缶に換算すると約23万本分もの温泉が湧き出しているそうです。主要源泉は6種類あって、中でも一番有名なのがこの硫黄臭の強い湯畑源泉ではないでしょうか。ちなみに先ほど見てきた御座の湯の源泉は白旗源泉、これは源頼朝が発見したと言われていることから、源氏の旗の白旗と付けられたそうです。手洗いの湯、
あ、飲めないんだ。熱々。めちゃめちゃゆで卵。めっちゃ大涌谷のゆで卵の匂いがする。よいしょ。すごい。こうだんだんちょっといい匂いに感じてくるような気もしなくもない。うわー、すごい綺麗。もう日本のナイアガラここにありって感じじゃないですか。岩肌についた湯の花もいいですよね。いろんな花が咲いています。これ岡本太郎さんかな。太郎って書いてある。岡本太郎さんじゃないですか。やっぱりすごいね。草津の未来を描く大型レジャー時代はすでに開かれている。現代の人間生活は単なる生産勤労ばかりでは絶対に満たされない。レジャー産業や観光事業の社会生活全体の中に占める重みは今後ますます拡大されていくだろう。そしてこれは急速に展開していく世界的な現象なのである。まさしくですよね。これがいつ言われた言葉なのかわからないけれども、まさしくそういう時代やってきてね、バブルも迎えましたしね。それでバブルで失敗しちゃったところもあれば成功したところもありますけど、もうこの大型レジャー時代が確実にやってきて、それをまた超えて世の中が一周し始めた感ありますから、この時代にこの言葉を残すのって結構やっぱすごいな。岡本太郎さん、世界的なアーティストなだけある。そのような社会の流れの上に立って草津を見返すとき、ここに無限の可能性を見取ることができる。東京から至近の距離にあるにもかかわらず、まだ荒らされていない雄大な自然、神秘的な白根山をいただき、スケールの大きな高原の変化に富んだ美しさ、快適な気候、そして湧出量の豊富な温泉の街、健康のための保養地、また人間解放のレクリエーションの場として阻害され乾いた現代人の心身を生き生きと蘇らせる絶好の条件を備えている。本当そうですよね。ただ草津の現状はその良さを十分に生かしているとは言い難い。むしろ出足が遅れ、時代の要請に適応しにくくなっていると言うべきであろう。とかく古く栄えた町や行楽地ほど昔の思い出、その固定概念また既存の施設が逆に悪条件となって発展から取り残されがちになることは至る所に見る悲しい例だ。草津がそのような道をたどってはならない。かつての草津が名湯として名を響かせたように、日本全体の新しいレクリエーションセンターとして大きく発展するべきだ。そのユニークな魅力が世界中の人々を引きつけ、世界の草津として歌われるような大きなビジョンを根底にして辛抱強く一歩一歩街づくりを進めるべきだ。この報告書がそれへの有効な踏み石となれば幸いである。いやー、まさに世界的な観光地になりましたよ。で、1回は低迷しちゃった経営ですけれども、ちゃんと持ち直してね、歴史とかやっぱりしきたりとかってすごく大事なんですけど、それが本当に悪影響となって悪循環となってしまう場合もあるじゃないですか。古い決まりっていうのがね。ただそれを程よくいい具合に残してさ、古いものと新しいものを融合させて、でこんなほらグリル&ビアなんて新しいものじゃないですか。でこういうね、ライトアップとかも現代の技術を取り入れて本当に温故知新ですよね。そうしてまた超有名な温泉地に成り上がったというか復活を遂げた草津温泉ですよ。西の河原公園って川一帯が温泉みたいになってるところがあるんですけど、ちょっと歩いたら行けるんで行ってみましょう。確かさ、亡くなった方が三途の川を渡るんですけど、そこの渡る手前に広がってるのが西の河原とかじゃなかったっけ。で小さい子とかはそこでこう地獄行きになっちゃった人だっけ、忘れちゃったけど、西の河原で石をめちゃめちゃ積んで、積み上がる寸前に鬼がやってきてその石を全部崩してしまうみたいな。
で積み上げるまで三途の川を越えられないんだけど一生渡らせてくれないみたいな話ありましたよね。すごいなんかこんなとこできちゃったの。どんどん新しくなってるの草津。こんな綺麗なとこなかったけどな。ここにも足湯じゃなくて手湯がある。昔来た時なかったと思うんだけど、やっぱ足湯だとね入れる人って限られてくるんで、ああやって手湯とかがあってくれるとありがたいですよね。そういうのもさよく考えられてると思わない？こう人々のさニーズに合わせて。足湯はボカボカ作っても私みたいにブーツ履いちゃってるとさ入れない人とかもいるけど、手湯だったら誰でもできるじゃない。別府温泉とかも駅前に手湯があるんですけど、ああやってちょっとでもこう日帰りとかで食べ歩きで来られる方とかも多いと思うんで、草津って。だけどちょっと足湯入るのめんどくさいなって人たちに少しでも温泉気分を味わってもらいたいみたいな手湯っていうのは非常にありがたいサービスですね。おさゆだって、お猿さんが湯もみしてくれるの？可愛いんだけど。可愛い。ちょっと気になるな。入ってみよう。よいしょ。すいません、大丈夫ですか？一人。大丈夫でございます。チケットの方決まりですか？はい。なんとですね、お猿さんが湯もみをしてくださるというおさゆという施設が生まれていたんです。初めて見ました。本当に草津進化しすぎてて私の知っている場所じゃないと思いつつも、この異端な演出非常に気になってしまいまして、吸い込まれるように中に入ってしまいました。ショーの最中撮影は NG なんですよね。私普段 YouTube で撮れるところを選んでいくんですが、あんまりにも気になってしまったので今回は口頭でどんな形かお伝えしようと思います。皆さんこんにちは。今日は草津温泉のおさゆにお越しいただきありがとうございます。草津温泉の源泉は非常に熱いです。50度から90度くらいあります。そのまま入るわけにはいかないですよね。なのでお湯を冷まさなければいけないんですが、水を入れてしまうとせっかくの強い酸性、草津温泉の特色を消してしまうということで、こんな形で長い板をお湯に突っ込んでかき回して、お湯を冷まさせる。それが湯もみというものでございます。で、お風呂に入る前にああやって事前の準備運動をすることで血圧が急上昇するのも防いでくれると。実際に毎日6公演ぐらい熱の湯というところで湯もみショー行われているんですけど、私が到着した時間帯ちょうどやっていなかったので、ここはねお猿さんに見せていただきましょう。よろしくお願いします。お写真撮り終わったお客様からご注意ご退場いただけますので、忘れ物がないようにお気をつけください。いや、ありがとうございました。非常にいい綺麗になりました。黄色いお着物が絆くん、おピンクが師匠なんですけれども、お二人ともお見事、芸達者、お笑いを分かっていらっしゃる。もう頭上がりません。ありがとうございました。めちゃめちゃ可愛かった面白かったんだけど、すごい面白かった。感想としては、いや、猿ってめっちゃ頭いいんだなっていう。あった、このまんじゅう屋だ。これだ、ここだ。ここのおまんじゅう屋だ。あそこのおまんじゅう屋でうちの祖母がいつも捕まっておまんじゅうめっちゃ買わされてたよというか、自分で買ってたんだけど、でもやっぱあれだな、昔ほどの元気さはなくなってたな。あ、懐かしい。そうだ、あそこのまんじゅう屋だ。お猿さんが演舞をしながら一生懸命こう湯もみの歴史について解説してくれて、湯もみショーの他にもお猿のショーとか特技とかやってくださるんですけど、いやー、演者ですね。素晴らしい。可愛い郵便ポスト、もうちゃんと演者でしたよ。まさしくもう YouTuber ならぬサルチューバーでしたね。素晴らしかった。ちょっとね、ところどころだるそうな表情とかも浮かべるんですけど、お猿さんが多分あれもなんかさ、猿がやらされてる感というか、お猿さんがだるそうにしてるのもちょっと面白いじゃん、そういう演出って。だからそういう
ようにこう教育されてるというかそういう演出だと思うんですけどね。才の河原方面行きましょう。いやご苦労様です。あれで飯食ってんだもんなと思ったら入場料700円ですけど全然安いもんですね。はい、1日何公演10公演ぐらいやると思うんで頑張ってくださいお猿さん。ました才の河原公園です。いやここもなんかすごい綺麗になっちゃった気がする。前来た時さ本当にこの綺麗じゃなかったんだよね。いやー変わっちゃうもんだね。草津ホテルもなんかすごい雰囲気いいじゃん。素晴らしい。あ、もうススキの季節だ。ススキいつも迷っちゃうけどいいね。草津片岡鶴太郎美術館、美味しそう。ちょっと小腹空いたんだよな。草強いとこ一度はおいで、お湯の中にもほりゃ花が咲くよ、ちょいなちょいな。なんか空が急に曇ってきて一気に涼しくなりましたね。半袖だと少し肌寒いかなぐらい。これから峠越えというか峠に泊まるんですけど、渋峠結構ねひんやりすると思うんですよね。なんて言ったって日本最高地点ですからね、国道の。来ました才の河原公園です。ここ全部お湯が流れてるんですよね。奥の方に行けばもっといろいろあります。鳥もずらっと並んでますね。流量が多い時はもっとダクダクに川みたいになってる時とかも多分あるんですけど、今日はね最近ずっと晴れてましたからね、流量が少ないです。であっちの方に行けばまた足湯とかがあったりとかします。で行きたいんですけど、あと1時間でバスターミナルに戻らないといけないのでちょっと早めに戻っておきます。雰囲気はこんな感じです。才の河原公園です。お夕食は渋峠の県境の宿ホテルで出るんですけど、お昼なんか食べておきましょう。草津であと1時間あるんでね。ちょっと雰囲気がいいんで、この片岡鶴太郎美術館の中にあるカフェお邪魔します。ということでお邪魔したのは片岡鶴太郎美術館の隣に併設されているアートカフェです。この先お宿に着いてからお夕食までの時間食べる場所がないと思うので軽く軽食取っておきましょう。注文したのはパンケーキ、ハーフパンケーキとかっていう名前だったっけな、いただいていきましょう。合わせたのはアイスコーヒーなんですけれども、お昼時になって急に気温が下がり始めて曇り空になってきました。ぐっと冷え込みます。ホットコーヒーでも良かったかもしれないですね。8、9月と真夏のような暑さがずっと続いてきたので、ここへ来てやっと秋の訪れを感じられます。半袖です。ちょっと肌寒いかなと感じるぐらいですが、この風も心地いいです。そんな秋の気候の中いただくパンケーキ。この前の佃煮屋さんはずっと昔からある気がするな。ここは私が来るたびに寄ってる。変わらないところは変わってないんだな。ただだいぶ綺麗になっちゃったけどね。個人的にはおまんじゅう屋さんが生き残っててくれて私はすごく嬉しいんだけど、20年前とかの記憶だともっとおじいちゃんおばあちゃんのね押し売りがすごかったんですよね。当時ってめちゃめちゃすごかったんだよね。多分ねもう亡くなっちゃってるだろうな。当時で多分7、80歳ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんがめちゃめちゃ元気よく言ってたんで、もう亡くなられてるだろうけど、ただちょっと思い出しましたね。祖母と一緒にあそこの道通ったこと。まだ私の祖父もギリギリ生きてたぐらいかな。
パンケーキを食べながらまんじゅう屋を改装するというカオスな状況でございます。そこまで懐かしいというんだったらまんじゅう買ったれやって感じなんですが、どうしてもあの前通るとねちょっと怖くなっちゃうんですよねスルーしてしまいました。あなた買ったことあります？あのまんじゅう屋さんで。そこなんかデヴィ夫人みたいになっちゃったけれども、昔はね丸々1個試食でくれたんですよ。さっき見たら半分に切れてたんですが、それでお茶碗で、お茶を出してくれるんですが、その湯飲み茶碗をね店の中に返しに行かないといけないんですよね。それがね結構怖かったりするんです。ごちそうさまでした。それで驚きなのは、もうパンケーキ食べ終わった間見てください、氷がね全く溶けないんですよ。全然溶けないの。それほど涼しいってことですね。ちょっと半袖でいてもひんやりするぐらい、気温22度ぐらいだと思うんですけど、この間まで夏だったじゃないですか。こんな氷なんか意味あんのかってぐらい爆速で溶けてたんですけど、ちょっとこの2週間くらいでこんなに冷えちゃうんだなと。草津ってもともと涼しいところなんだけど、最近は夏場でも全然暑くなりますからね。それが一気に秋の気温になってしまったっていうのが、この氷を眺めて改めてハッとさせられました。季節の移ろいというのは早いものです。本当にあっという間にハロウィンも来ちゃうよ。ごちそうさまでした。美味しかったです。片岡鶴太郎さんってヨガのイメージしかなかったんですけど、なんか美術館出されてるんですね。ってことであと30分でバスの時間になっちゃうんですけど、おトイレ、お手洗いに行ってから行きましょう。でお手洗いもねなんかめちゃめちゃ綺麗になってるんだよね。ここが公衆便所ですよ。綺麗すぎない？ちょっとしたなんか巡り湯とか外湯の施設みたいだよね。すごっ。ちょっと中混んでたので一気にバスターミナルまで行っちゃいます。ありがとうございました。ちょっとだけでしたけど草津、日本全国いろんな温泉地YouTube で行かせていただきましたけれども、やっぱりねこれ地元びいきが入っちゃいますね。地元びいきが入っちゃって、温泉地といえばやっぱ草津ですよ。草津推しです私は。好き的なところ他にもいろいろありますけどね、慣れ親しんでるんでね、小さい頃からいろんな思い出をこう思い起こしながらちょっとの時間楽しみました。また母鉄連れてきてあげたいけどね。ただ母鉄は群馬の人間なんで、もうわざわざね母親を連れて草津に来る理由もないかなっていう。だったらたまには外出せてあげたいなっていう気もします。でこの丘の上に桜井ホテルっていうのがあるんですけど、桜井ホテルで、私が生まれる前ですね、私の父鉄と母鉄が両家顔合わせっていうか、私が生まれる前にあそこのホテルで両家で揃って一緒に泊まったんですって。私がお腹の中にいる時ですね。懐かしいね。今は父鉄のご両親、父方の祖父母ももうみんな亡くなっちゃいましたけどね。本当に時間が過ぎるのは早いですよ。この温泉地の中もさ、トラックとか入っていかなきゃいけないじゃないですか。お酒を下ろすのとかで大変だよね。ちょっと道譲ってあげてって思うけど、仕方ない。ダンベっていうのは群馬弁ですね。上州弁。なんとかダンベとかそうダンベとかってお年寄りはよく言いますね。で群馬県内陸県なんで、おまんじゅう屋さんあった。おまんじゅうどうですかって言われなかった。昔よりやっぱり圧力が少なくなってる。いいんだか悪いんだかって感じですけど、そうダンベは上州弁。ご高齢の方とかはよく使いますね。同級生でも田舎の方行っちゃえば言うかな。そうだんべ、あれなんべ、ねえだんべみたいなね。かわいい靴。この靴かわいい。かわいい。欲しい。かわいいスニーカー。ちょっと買ってる時間ないな。
かわいい、超かわいかった。欲しいけど荷物になっちゃうから無理だ。そう、群馬県はですね、海がないんで海の幸っていうのは少ないんですけれども、その代わり川が綺麗なんで鮎とか塩焼きとかね食べられます。あとは山菜ですね、舞茸、椎茸、きのこ類もたくさん食べられますし、あとは小麦がよく取れるんで粉もん文化なんですよね。水豚ってさ食べないのかな、全国的に分かんないけど、水豚とかお切り込みとか焼きまんじゅうとか、そういうのが群馬名物となっています。お昼過ぎて湯畑の方も結構人混んできましたね。今日ね10時発のにするか9時発にするか迷ったんですけれども、臨時便の9時発で来てよかったです。厚の湯だっけ、厚の湯の前通ってみましょう。さっきお猿さんの湯もみショーを拝見させていただきましたけれども、本当の人がやる湯もみショーをこの厚の湯ってところで確かやるんですよね。ただねこれ休日に来ちゃうとめちゃくちゃ人気ショーなんで整理券めっちゃ並ぶんですよね。おお、なんかあちこちに手洗いの湯があるな。昔こんなになかったような気がするんだけど、多分この厚の湯も大正時代とかにあったやつをそのまま使ってんじゃなくて復刻させたやつだと思うんだけどな。ここでね湯もみショーやってくれます。私3歳とか4歳とかぐらいの時に見た記憶があるんだよな。うっすら連れてこられたような記憶があるけど、もう物心ついてからは一回も見たことないですかね。多分群馬県民だったら小さい頃みんな連れてこられるんじゃない、厚の湯、湯もみと踊り。これ人気のねアトラクションというか人気のこの観光名所ですよ。で後ろに一の井ホテルがありますが、この一の井さんもずっと昔からあって、さっきの桜井ホテルとなんか二大巨頭ぐらいに有名なんだよね。もしかして群馬の地酒振る舞ってんじゃない、あそこで。あんなのなかったけど、いただいちゃいたいですよね。それはタダでいただけるのかな。タダほど怖いもんはないと言いますけれども、タダが大好きです。飲んでってください。酔っ払うまで飲んでても大丈夫なんで。ありがとうございます。はい。よしんかいです。いかがでしょうか。赤城山飲みたいな。赤城山。赤城山。これ普通の赤城山となんか違うんですか。これ純米大吟醸あ、大吟醸。お米が普通のお米と違って山田錦使ってますね。甘いです。ありがとうございます。香りがいいです。辛口は知ってるんですけど。あ、群馬の人間なんで大好きです。あ、美味しい。全然違う。どうぞお待ちください。ありがとうございます。いただきます。やっぱね、群馬県民としては赤城山外せないです。この大吟醸めっちゃ美味しいな。めちゃめちゃ美味しい。これいただいてもいいですか。はい、静岡の聖酒造です。聖酒造。はい。ありがとうございます。美味しい。すごいなんか得した気分。土日に来てよかったと思えた。絶対土日避けるんですけど、普段はこういうイベントがあるのがね嬉しいんですよ。休日はちょっと酔っ払っちゃったな。2杯もいただいちゃいました。クイッと。群馬の地酒美味しいですよ。やっぱり山がね近くにあるんで、山の恵みがたくさん染み渡ります、体の中に。やっぱ地元いいね。群馬県大好きよ。そして行きは膝を笑わせながらガクガク下っていった上り坂がね今度は待ってるんですおちょこ2杯分一気に食いって言っちゃいましたからね。なかなかないよいよ回っちゃいますけれども、これも醍醐味でしょう。湯畑の後ろに
バスターミナルも石碑じゃないけど石畳に刻まれてる。ああやって書かれるとなんか歴史的建造物みたいな感じがして雰囲気出ますよね。あ、ここも外湯だ。そう、草津もねあちこちに外湯あるんですよ。だから湯巡りもね結構楽しめます。で、範囲が狭いんで草津温泉ってコンパクトにまとまっていながらも結構華やかでね楽しい温泉地です。戻ってきました。草津温泉バスターミナル。かつてはここが草津温泉駅でしたからね。この建屋はずっと変わってなくて昭和の時代そのままって感じがするな。ここから渋峠、長野県との県境まではバスで40分くらいですね。こちらのバスターミナル、国鉄時代には国鉄バス滋賀草津高原線の自動車駅として鉄道と同じように駅の扱いを受けておりました。なので今でもそこら中に草津温泉駅という名残があります。さらにそれ以前、大正から昭和にかけては草津と軽井沢を結ぶ軽便鉄道、草津電気鉄道が走っていました。今自動車で通っても群馬から長野への峠越えかなり険しい道のりだなと感じますが、それを軽便鉄道で走っていた時代があったなんてすごすぎます。建設費用をできるだけ抑えようとしたため急カーブやスイッチバックがいくつも存在し、山岳地帯を走るのにもかかわらずトンネルは存在しなかったそうです。勾配がきついところはブレーキをかけるのも大変で、55キロという道のりを3時間要して走っていました。時速20キロメートルほどですね。バス乗り場向かいます。トイレで洗った水がめちゃめちゃ冷たかったですね。さすが草津温泉、標高が高いだけある。6番乗り場からここかな。6番乗り場で渋峠駅、よろしくお願いします。ここからは長野電鉄の特急バスでおよそ40分間、草津温泉駅から長野と群馬の県境にある渋峠まで向かいます。お待たせいたしました。このバスは長野方面です。クレジットによるタッチ決済は可能なんですが、山頂になってしまうと電波の入り具合で使えないことが多いみたいなので、一応現金を持っておいた方が良さそうです。志賀高原山の駅スノーモンキーパーク、お待たせしております。ご乗車ありがとうございます。このバスは急行の長野駅東口行きでございます。途中渋峠志賀高原山の駅スノーモンキーパーク小布施を回ってまいります。発車まで今しばらくお待ちください。2時ちょうどの発車です。有馬下呂草津日本三名泉の一つでもあるここ草津温泉、週末ともなれば関東や長野方面から特急バスがたくさん発着しています。バスターミナルから同時に出発する様も乗り物好きとしてはたまりません。前での扉閉まるとバスが動きます。ご注意ください。発車します。ご注意ください。
バスターミナルの向かいには湯畑観光駐車場があります。混んでない時期にはすぐここに止められると思うので、自動車で来られた方はあそこへ止めて散策に向かわれると良いのではないでしょうか。令和に入りますます新しくなる草津温泉、しばらく行ってないなという群馬県民の方もぜひこの時代にまたもう一度足を運んでみるのもいいかもしれません。出発してすぐ右手に桜井ホテル見えてまいりました。立派な面構え。白根火山でございますが、現在白根火山火山活動が活発になっております影響で、白根火山のバス停は取り扱いを中止しております。ご承知おきください。ここからは険しい峠越えの区間、ぐねぐねと曲がる坂道を一生懸命越えていきます。かつての草刈電気鉄道もこのような形でゆっくりゆっくり進んでいったのかなと思いを馳せながら乗車するバス、それもオツですね。ご案内いたします。ただいま通過いたしました草津温泉天狗山ゲートからこの先小樽温泉のまでのバス停の区間、厳しい山道が続きます。恐れ入りますお席やシートベルトのご着用にご協力をお願いいたします。安全運転心がけておりますが、やむを得ず急ブレーキをかける場合がございますのでご注意ください。運転手さん、ご丁寧な運転ありがとうございます。現在私たちは国道292号滋賀草津道路の天狗山ゲートを通過したところです。この先私が宿泊する渋峠のあたりまでは冬季積雪のために完全に封鎖されています。そして292号、日本一高い場所を走る国道としても知られていて、その標高なんと2172メートル。草津温泉の湯畑よりさらに1000メートル高いところを走るんです。我々が泊まる渋峠ホテルのすぐそばに日本国道最高地点の碑も建てられています。この先は群馬の活火山草津白根山と群馬長野の県境にまたがるようにしてそびえ立つ横手山との間を縫うように進みます。先ほど路線バスの白根火山線運休していますとアナウンスがありましたが、約10年前くらいから草津白根山の噴火がちょっと危険視されておりましてですね、2018年大きめな噴火が実際に起こっています。なので今そこにつながる登山道も全て入山が禁止されていますし、バス停も利用はできません。この道の中腹に湯釜というかつての火山活動によってできた火口湖があるのですが、こちらも現在は見学することができません。一度だけ見たことがあるんですけれども、立ち上る硫黄の香り、そして煙に包まれた神秘的なお釜、今でも脳裏に焼き付いております。見れないのは少し残念なんですけれども、バスの中からでも十分白根火山によって作られた恐ろしいほどに神秘的な景色、見ることができます。どうぞご覧になってください。殺生河原を過ぎ、現在は夏季休業をしているスキー場のリフトも見えました。そしてそのすぐそばにダムのような建造物が見えます。こちら何のためのものなんでしょうか。土砂崩れ防止とかなんでしょうかね。そして再び山頂の方を目を向けると、奥の方に何本も支柱が立っているのを確認できますでしょうか。こちらは2018年まで白根山の山頂にかけて通っていたロープウェイゴンドラの名残です。スキー客や観光客たくさんの方を乗せていました。
しかしまたこれも火山の噴火の影響で閉業となってしまいました。噴火によって山頂駅には大きな穴が開いてしまったり、ゴンドラはガラスが割れてしまったりと被害大きかったみたいなんですけれども、この時実際にゴンドラに乗っていた方が撮った映像がね YouTube 上に流れています。私確認したんですけども、結構おぞましいというか、見てて怖くなってしまう、最後まで見るのもちょっと胸が痛くなってしまうような映像でしたね。走ってきた殺生河原ですが、あちらもはるか昔に作られた草津白根山の火口です。上に石がゴロゴロと転がっていましたけれども、火山の噴火によって噴出した石です。噴火からかなりの時間が経過した今でも、現在もあちらから高濃度の硫化水素ガスが発生しており、迷い込んだ生き物が死亡してしまうこと、また警戒の念も込めて殺生というちょっと物々しい名前が付けられたんですね。実際に1970年代にはスキー客があそこで中毒死をしてしまう死亡事故も起こっています。かつては草津白根山の周辺に鉱山が点在していて、硫黄鉱石などたくさん取れたそうです。そこで取れた鉱石を草軽電気鉄道に乗せて草津から軽井沢方面に運ぶと、旅客以外にも貨物の取り扱いもあったそうなんです。軽便鉄道で山岳路線なのにとてもすごいことですよね。実際に鉄道が走っていた場所はここと同じルートではなく、もっと南側浅間山麓の方を通っていました。場所でいうと今の大前駅とか嬬恋、あとは碓氷峠、ちょっと場所は違いますけど、その下の方を通って長野まで走っていたそうです。殺生河原は2カ所あります。こちらは白根山の頂上に近い方の西地区の殺生河原です。石がゴロゴロと転がっている様子、なんだか鬼が出てきそうな雰囲気ありませんか？群馬県で有名な活火山として、もう一つ群馬と長野の県境にまたがる浅間山、全国的に有名な火山があるんですけれども、そこにもね同じような光景広がっているんです。そちらは殺生河原じゃなく鬼押し出しといって、今は立ち入りができるようになっていて観光もできます。1783年天明3年に起きた浅間山の天明大噴火によって流れ出た溶岩が冷え固まって、奇岩がゴロゴロ、岩がゴロゴロしており、殺生河原と同じような光景を見ることができます。その様がまるで鬼が岩を上に押し上げたようだということで、鬼押し出しという名前が付けられました。ローカルネタになるんですが、群馬県民だったら誰もが知る上毛かるた、その一番最初の「あ」の札が浅間のいたずら鬼の押し出しとなっていて、私も小さい頃から慣れ親しんだ地名でございます。ここでちょっとピピッとくるのが、先ほど草津で犀の河原温泉歩いてきましたけれども、犀の河原って三途の川の手前にあって、そこで親より先に亡くなってしまった小さい子供が一生懸命石を積むんですけれども、完成する間際に鬼がやってきて全て崩してしまう。仏教の世界だとこの子供が先に行くっていうことは悪いことだと言われていて、そういうお話があるみたいなんですけれども、この火山のこの周辺の物々しい雰囲気と、昔の人は鬼とをこう結びつけて考える風習があったのかもしれないですね。殺生河原なんていう名前もなかなかつけようと思ってねつける名前でもないですもんね。だいぶ上の方まで登ってきました。もうこの辺り草津白根山の山頂付近です。そして先ほどお話しした湯釜もこの辺りにあるんですが、もう10年くらい立ち入りすることはできません。ちなみにその真ん前にね、草津白根レストハウスっていうお食事できる場所とかあって、大きな駐車場があったんですよ。大学生の時とかね、そこに駐車場に車止めてみんなで見に行ったりとか
私プロ20歳なんですけれどもしたのをすごい覚えてるなと。ゴールデンウィークぐらいに行ってもめちゃくちゃ寒かった記憶がありますね。あとは小さい頃もこの辺り上信越高原国立公園という場所になっているんですけれども、祖父と母親と家族で一緒に来たなっていう思い出があります。せっかくの湯釜お見せできないので小さい時の私の写真貼っておきます。こちらです。かわいい。左手に遊歩道が整備されていますが現在は立ち入ることができません。秋になると紅葉が進んで非常に綺麗なんですけれども、ただ今日9月下旬ですが少しだけ山の上色づいていて、一足先に秋の訪れ感じることができました。そして先ほど通過した閉鎖されてしまった草津白根レストハウスなんですが、その奥に少し丘が見えたかと思います。あそこまでずっと登っていくと下には湯釜が見られます。展望台もありました。薄く白みがかったエメラルドグリーンの湯釜がね幻想的だったんですよね。その下には硫黄物が沈殿していて、かつてはねそこからも硫黄の採掘がされていたそうです。もう間もなく渋峠バス停、右手にまた建物が見えてきました。何やら鐘のようなものがありましたが、おそらく登山道がまだ開かれていた時あそこを通って鐘を鳴らすというのが登山される方の楽しみでもあったんじゃないでしょうか。ちょうどこの辺りに日本国道最高地点の碑がありまして、バス停近くなるとまた駐車スペースが見えてきました。あちらに立っているのは群馬県防災ヘリコプター事故殉職者の慰霊碑です。平成30年に白根山の登山道の上を巡回していたヘリコプターが墜落、9名の方が殉職されるという事故が起こっています。着きました、渋峠。ありがとうございました。すごい、こんなところだと思ってなかった。岩がゴロゴロ転がってる途中びっくりしちゃいました。国道292号、標高2152メートルです。すごい。ありがとうございました。ひんやりしてるね。半袖でも全然大丈夫ですけど、まだ3時前なんで夜はめちゃめちゃ冷えそうです。お世話になりました。長電さん、すごい丁寧な運転ありがとうございました。ありがとう、楽しかった、素敵。そして私が今日宿泊するのがこちら、群馬長野渋峠ホテル。すごくない？ちょうど県境の間に立ってます。これ固定資産税とかどうなってるのかがめちゃめちゃ気になりますよね。うわで、向かい側にリフトがあるんですよ。これちょっと面白そうだよね。ちょっと乗ってみたい気もしますが、横手山神社、近所に横手山があってその神社に行けるんだな。うわすごいですね。やっぱりここも隠れた観光名所的な感じみたいになってるみたいで、たくさん皆さんこの県境にまたがって写真撮られてます。もう間もなくチェックインの時間なんですが、振り返ったところにあるのが渋峠第一ロマンスリフト。上の方行ったら寒そうだな。何があるんだろう。上の方には横手山神社、パワースポットだから多分横手山神社があるんだよね。で、ここが上信越高原国立公園渋峠レストハウス。やってないのかな、もう
なんかやってなさそうな気もするけど、リフト券は売り場のところで、なんかもうやってなさそう。かつては渋峠ロッジって書いてありますね。だから登山客とかのためロッジだったんだけど、ここは閉めちゃってるって感じかな。マウンテンビューテラスへ無料連絡シャトル、天空のお散歩。これに乗っていけば渋峠からスカイレーター、なんかどこに行けるんだろう。これ山の上の方に行けるのかな。すごいな。スカイレーター前、時間が合えば行ってみたいけどね。すごい後ろから軽油のいい匂いがする。軽油がいい匂いなのか分かんないけど、昔のさ車って全部こう後ろがガソリン臭かったじゃん。あの匂い結構好きで、車の後ろに嗅ぎに行ってたっていう人も結構いるんじゃないですか。もうバスもちょっとレトロですよね、後ろのランプとか。小さい頃この匂いが好きで、この後ろまで走って匂い嗅いでたな。絶対同士の人いる。俺もそうだった、私もそうだったって人絶対いるはず。とりあえずチェックインしちゃいましょうか。横手山登山道口。だからやっぱ登山する人がリフト使うのかな。全然乗ってないけど人、ちょっと乗ってるか。ちょっと乗ってる人いるな。何時までやってんのかな。わあすごい。かわいいワンちゃんいる。ゴールデンレトリバーのワンちゃんがいますね。かわいい。ということで念願の反復横跳びもできたのでチェックインしようと思います。よろしくお願いします。よいしょ。ただいま宿泊者専用です。よいしょ。日本国土最高地点到達証明書発行中。よいしょ。ということでチェックインいたしましょう。県境の宿渋峠ホテルさんです。わあすごい。喫茶が群馬県側で食堂が長野県側。店舗内もねこういう形になっているんですね。このマットにも可愛らしいイラストが描かれています。標高2172メートルのホテルです。早速書類手続きをして鍵を受け取りましょう。お部屋のお名前も少し変わっていて面白かったので注目してみてください。すみません、ありがとうございます。はい。はいはい。今こんな感じで曇ってますけど、晴れてれば夕日が5時半前後ですかね今。すごい楽しみに来ました今日。うちのそこの脇からも見えると思いますので、ちょっと早めに外出てもらうと綺麗になるかなと思います。これ向かいのリフトはどこに行くんですかね。これねちょっと見ていただきます。横手山の山頂にこのリフトだと1本で行けますね。そうなんだ。でこの山の反対側に動く歩道のスカイレーター、もし山頂行かれるんでしたら今わかりました。行った方が急いで行きます。じゃあでスカイレーター乗りたいですか。スカイレーターって何ですか。動く歩道なんですけど、山の反対側にかかってるんですけど、あのバスに乗って覗きまで行ってもらって、スカイレーターとリフトで山頂に上がって、でこっち側のリフトに降りてきていただければ。なるほど、わかりました。早く行った方がいいですね。わかりました。45分ぐらいには止まってしまうので。わかりました。そして今ちょっと寒いですか。大丈夫ですか。大丈夫です。ちょうどいいです。まだね暖房がね入らないので、あんまり寒いのでしたらちょっと羽織ってってもらったり、どうしてもダメだったら言ってください。わかりました。はい。朝日は明日は
ちょっと難しいですか？上がってきて群馬側に国道最高地点の石碑があったと思うんですけど、ありました。はい。はあそこまで行ってもらうと結構綺麗に見えるんい。ですへえ。けど、ちょっと行ってみます。歩くと片道15分なので、はい。で何かありましたらはい言ってください。お世話になります。ありがとうございます。お部屋が鳥峠とこっちがね薄い峠。鳥峠で吾妻の由来になったって来る時の草津のバスで解説がありましたね。じゃあこっちが草津峠、山田峠、これが渋峠。なるほど。群馬と長野にかかる峠の名前ってことで、ちょっと急いで行きましょう。さっきのスカイレーター先にお手洗いない部屋に泊まったんで、よいしょ、お手洗いだけ済ませていきます。よろしくお願いします。はいはい向こうのスカイレーター、はい最終がはい、 3時20分までにバスにわかりました。はい、すいません、ありがとうございます。心配だったから聞きに行って、すいません。うちのお客さんスカイレーターに乗ってこっち降りてきたいって言ってるんだけど、すぐ行かないとダメですよね。一人でも行ってくれます。申し訳ないです。ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、無理言っちゃって。よろしくお願いします。私一人だけのためにバス出してくださった運転手さん、そして気にかけてくださった渋峠ホテルのスタッフの方、ありがとうございます。この辺りはですね、冬季になると日本で一番高い場所にあるスキー場として横手山スキー場がオープンいたします。なのであんなにリフトがたくさんあるんですね。そちらを夏季は転用いたしまして、週末になるとこのバスで下のスカイレーターっていう山を登るエスカレーターみたいなのがあるんですけど、そこの地点まで連れて行ってくれて、登りきったらリフトで山頂へ、またリフトを乗り継いで下の渋峠ホテルまで戻ってくると、そんな周遊チケットが売り出されているんですね。わかりました、急ぎます。すいません、お世話になりました。バス出していただいて助かった。これか、スカイレーター。おー、綺麗。はい、お、すごい。お、すごいな。これあれだ、空港の歩く歩道が登山道にあるみたいな感じですね。うわー、エスカレーター乗車中は、歩いたり前の人との間隔を詰めたりしないでください。すごいな。江ノ島の方にもエスカっていうのあるじゃないですか。あれみたいな感じなのかな。私はエスカ乗ったことがないけど。うわ、すごい。うわ、すごいな。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。私一人だけのためにバス出してくださいました。渋峠ホテルの県境の宿のおかみさんも、うちのお客さんこれ乗りたいって言ってなきゃ大丈夫ですかって急いで聞きに行ってくれて、で手配してくれたんですよね。ありがたい、感謝。でここの峠をずっとねこれは長野県側になるのかな。明日湯田中に降りるのは多分こっちの方、群馬県側を草津温泉から登ってきました。うわー、楽しい。私こんなのあるの知らなかったよ。全然。今日このバス乗ってる途中にサイクリングもヒルクライムみたいな本格的なロードバイクのお客さんいっぱいいましたけれども、それをしなくても登山しなくても十分楽しめます。ちょっと私乗ってるの一人だけなんで恥ずかしいんですけど、私が乗るって分かったらスイッチをピッて押して、今山頂側に係員の方2人いらっしゃるんですけど、多分私が到着するの待ってるんですよねちょっと恥ずかしい。来る途中に高山植物とか高湿地っていうんですかね、ちょっと沼地みたいなところに尾瀬ヶ原みたいな感じで板が渡してあって、歩く散策できる感じでしたね。すごい、見てこれ、素敵だ。
山の天気は変わりやすいとは言いますけれども、今日ここに登ってくるまでもどんどん霧がかったり、そう思ったらすぐ晴れたり、目まぐるしく辺りの光景が変わっていましてね。あそこはスキーかな。スキー場もたくさんあります。途中多分白根山、草津白根山のもう本当に火山口あたりを通るのかな、登山口みたいなところがあったんですけれども、ロッジとかも全部封鎖されちゃってて、駐車場とかにもね草が生えてたんですよね。だからやっぱり噴火がちょっと近年続いてたみたいで、今は完全に止まれないような感じですかね。バスの乗降の取り扱いもなかったです。こういうなんか植物もさ、あんまり見ない笹のなんか太い笹みたいな感じですね。すごいな。横手山パノラマコース2307メートルだった。立山連峰とかも見えんのかな。白馬連峰。富山とね長野の県境は越えましたからね、アルペンルートで。今年の4月上半期に。さっきまでサングラスかけてたんですけど、落とすのが怖すぎてしまいました。あと私これ片手でそのまま iPhone 持ってるんですけど、これからリフトで落とさないかだけが心配です。はい、ガチガチにガムテープかなんかで固めていきたいぐらいでした。ありがとうございました。教えてくれておかみさん、楽しかったです。ありがとうございます。はい、お世話になりました。あれだ、このリフトに乗るんだ。よし。この望遠鏡見たいけど、ちょっと時間が限られてるんで急いで行かなければ。よいしょ。お願いします。はいはい。よいしょ。怖い。はいはい。おすごい。怖かった。結構急な下り道じゃなくて上り道。マジで落とさないでくれよ自分。こんな感じ。どう見えてるんだろう。ここで落としちゃったらマジでここまで築き上げてきたこの今回の超大作の動画が台無しになってしまう。で揺れるんですよ結構、上のケーブルがね、グワンってこの節目を通るときにここ見てて、こうグワンちょっとね揺れるんだけど、これで落とさないかだけが心配ですね。このロープウェイ的なケーブルカー的な乗り物でいうと、去年の7月に、広島のスカイレール乗車しましたね。あれはロープウェイとケーブルカーだっけな、電車だったっけな、なんか一応種別は鉄道っていう扱いになってたと思うんですけど、これは完全にロープウェイですね。うわー、これを登ってきたのか。明日はこっち側に下るんですね。こっちが長野県側なので、はい、こっち側に下る。私は群馬のあっちの方向から登ってきた。うわすごいな。ちょっと怖いぞ。何が怖いって、もう高さも怖いけど、この片手で iPhone を落とさないでくれよっていう、それだけがマジで怖い。すごいよね、こんなケーブルでさ。私四捨五入したら体重50キロありますけど、いやーひょいって持ち上げちゃうんだもんね。こんな怖いよね。ここのつなぎ目見てると、うわー怖い50キロをこれで持ち上げてるって考えるとすごいな。多脚時なんかさねえ、それこそ今はないかもしれないけど、もうスキーシーズンとか観光シーズンとかになるとこれ全部埋め尽くすぐらい人乗る時があるのか分かんないけど来るわけじゃないですか、そういう時期も。その時のこの荷重考えてると恐ろしくて、私ねなんかいろんな恐怖症ってあるじゃん。集合体恐怖症とかさ、潰瘍性恐怖症とかだっけ、高所恐怖症とかもありますけど、これ荷重恐怖症っていうのあんのかなっていうのが
ずっと気になってるんですけど、私ね、何かが重いものがぶら下がってるっていう状況を見るのがすごい耐え難く恐怖なんですよ。ちなみにマンション、今アパート住んでるんですけど、それも恐怖なんです。だから部屋にあんまり重いもの置けないかったり、クローゼットとかもハンガーに何着も何着もギュって服ぶら下げとけない病気なんですよ。なんかそれ怖いっていう感覚分かってくれる人いるかな。なんか一点に重いものをぶら下げていくのが苦手だから、新幹線とかさ、特急とかの座席の後ろにこうピッてこれだけ下がるさ、取っ手みたいなところあるじゃん。そこにこのリュックをかける人とかいるじゃん。別に全然かけていいんだけど、で荷重3キロぐらいまで耐えられるからさ、ああいうのって全然かけていいんだけど、あれもねかけらんないの、怖くって。なんかちょっとボキっていっちゃうんじゃないかなとか思って怖いっていう話してたらすごい怖くなってきた。怖くなってきた。これなんか高いのが怖いっていうより、なんかこの重さが大丈夫なんかなっていう怖さ。すごい高い。どう見えてるみんな。こんな経験すると思ってなかった。ただ私は峠の宿に泊まって県境をまたぎますっていう峠越えをしようと思っただけだけど、こんな怖い、こんなことになると思わなかった。ありがとうございます。嬉しいサプライズですね。これもすごいな。なんとかスマホを落とさずにゴールにたどり着けそう。近づいてきました。ゴール。誰一人もすれ違わなかった。このね、降りる時がちゃんと無事に降りられるかどうかっていうのがね、勝負どころなんですよ。何の勝負してるのか分かんないけど、スキーとかやらないからさ、なかなかリフトに乗る経験もないんだよね。セーフティーバーを上げてください。自力で上げるんだ。自力で上げるスタイル。ここで上げればいいのかな。よいしょ。はい。はいどうぞ。はい。お世話になりました。おお、横手山ヒュッて 13.6 度だ。湿度は 90% 超え。結構霧がだからかかってんだな。よいしょ。最終が3時40分、あと10分ぐらいですかね。ここでもいろいろレストランとかあるのかな。満天ビューテラス、後ろの階段、ここだ。急げ。よいしょ。JR 好き。この子最近ドラマの主演やってたよね。中学生が妊娠しちゃうっていうさらっとぶっ込んでるけど。よいしょ。ここでいいのかな。おお、うわすごい。雲海だ。うわ振り返ればドーン、すごい。2307メートルてっぺんですよ。満天ビューテラスてっぺん横手山。うわすごいな。うわ本当に神代の時代を生きている神になったような気分です。天照大神はこういう目線で高間ヶ原から日本国を見下ろしていたんだろうかって。天照大神このまだ日本できてなかったっけ。ごめんわかんないけど、すごいね。天空の世界だ。すごいでしょ。神の目線ですよ。これが下々のね、下界を見下ろす神になった気分です。すごいな。これまたこっちもすごいじゃない。尾根がくっきり浮き上がっています。すごい神秘的。うわー素晴らしいですね。あんまりね、この
高いところでしか見ない植物もたくさん。日本じゃないみたいだな。あっちが白根山の方なのかな。今いるのは横手山。うわー、これ多分噴火とかが激しくなると封鎖されちゃうのかもね。今日も渋峠までに来る道路でなんか万座ゲートみたいなところがあったんですけど、万座ゲートは危険時には封鎖されちゃうみたいなんで、今日は無事来れてよかったです。多分天気が悪い時とかも通れないかもね。わあ、霧の動く速さがすごい。キントン見てるみたいな。幾重にも雲が重なっている。この光景を見ると八雲立つ出雲八重垣妻込に八重垣作る、その八重垣よって、それを思い出しますね。いくつもに重なる雲のように八重垣作るよっていう歌なんですけど、日本で最初に呼ばれた和歌です。のんびりしてるとね、最終のリフト逃しちゃうんで、最終のリフトの逃したら登山道で私下ってこなきゃいけないんでそれはちょっと避けたいですよね。横手山で渋峠が2つあるんだけど、なんで2つあるの？いや楽しかった。あそこに乗りに行けばいいんだね。あそこが40分で閉まっちゃうと。で、除雪の車とか雪固める車なのかな。ロータリー車みたいなやつ。もう間もなく雪の季節になっちゃいますからね、標高高いところは。思いがけずこんな素晴らしい経験をまたくださって皆様ありがとうございます。おかみさんもありがとうございます。私は上りでの利用でしたが、このリフト下り時結構スリリングだなと思いました。名残惜しいですが時間がないので先を急ぎましょう。ということで急いで帰りのリフト乗りましょう。よいしょ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 。お世話になりました。あっちね。よいしょ。このアグのブーツ正解だったな。全然疲れないな。この幅が広くて歩きやすい。底もしっかりしてるし、買って正解でした。横手山山頂ヒュッテだ。雲上の宿。ここもお宿なんですね。どうやって行けばいいんだ。あっちか。よいしょよいしょ。お待たせしました。到着。横手山神社行きたかったな。残念。はい、いいです。はい。あれ、いずれにちょっとお待ちください。はい。はい、どうぞ。はい。よいしょ。よいしょ。はい、パークします。お願いします。乗れた。毎回緊張するんだよな、リフト乗んの。あったあったあった。これが横手山神社の鳥居がありますね。鳥居も木なんだな。木の鳥居をくぐって奥かな。この奥に神社があるのかもしれない。少しずつね、やっぱ紅葉始まってますね。さすがに標高 2000m 級のところでは。これ針葉樹。針葉樹だよね。黄色がすごい綺麗。わあ、よかった、ギリ間に合って。おかみさんありがとうございました。すごい、中には枯れて朽ちてしまった木もありますが、その周りには鮮やかな葉っぱの木も生えていて、こうやって繰り返して木は朽ちて肥料となり倒れて肥沃な土が生まれるってことですね。そしてここには私だけっていう。やっぱりね、山頂はちょっと目がやられますね。周りもちょっと霧がかってて結構真っ白なんで反射の光が強いんですよ。だからすごく目がちょっと焼けやすい。あとはやっぱお日様が近い気もするんで、今日は全然曇ってますけど、曇っててもちょっと目が痛いかなって感じしますね。やっぱサングラスはかけといた方がいい。落としちゃうの怖いんで、いかんせん5万円のサバエのメガネですから、落とすのだけは怖いです。で、ここもヒュッてかな。昔はなんかあったんでしょうね。ちょっと背景をじっくり見るのは怖いんですが、
何があったんだろうね、昔はね。宿泊施設があったんだろうな。なんだろう、宿泊施設でもなさそうだな。なんかの機材置き場なのかな。確実に何かに昔は使われていそうですが、ちょっとレトロなさ、なんだろう、少し和風な感じもしますけど、はしごもついてて、これは何なんだろう。これが在りし日の姿、知ってる視聴者さん教えてください。おー、すごいな。なんかスキーのジャンプ台みたいになってる。ここから急降下してだんだんにこう降りていくっていう感じですかね。おお、揺れてる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 、すごい揺れてる、すごい揺れてる、すごい揺れてる。怖い、ちょっと怖い。おお、いや楽しいな。なんかこの間アスカツに乗って北海道に行ったんですけど、アスカツってめちゃめちゃやっぱ気合い入れて行ったんですよ。豪華客船なんで、なるべくこう見せ場を作りたいと思ってめちゃめちゃカメラ回してたんですね。でアスカ2でもう精も根も突き果たして撮影で、苫小牧港に着いてからそのまま札幌のホテルに宿泊したんですけれども、揺れる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 、もうさ疲れ果てちゃって、札幌で特に何も予定してなかったんですけど、着いたのが土曜日だったんですよ。で土曜日って飛行機もめっちゃ高いし、土曜日で帰るぐらいだったら2連泊して平日に帰った方が安かったんですよ、新千歳からね。だから無駄に札幌で2連泊したんだけど、何にもノープランで考えてなくて、取りに行く場所とかも考えてなかったので、こうカメラを通して誰かと一緒に旅をするっていう名目じゃないと、私旅しても楽しくないんだなと思って、一人でなんかふらふらちょっとすすきのあたりとか歩いてみたんだけど、なんか別に楽しくないなみたいな。オータムフェストとかもやってたんだけど、なんか自分のためだけにそこに行くのって特段なんか別に楽しさを覚えなくて、だけど動画にするほどの元気もなかったからさ、疲れ果てちゃってて、ただぼーっと札幌で、揺れポイント来た、揺れポイント、揺れる揺れる揺れる、ただぼーっと札幌で過ごしてたんですけど、やっぱり誰かにこう見せてあげたいとか、誰かと一緒に旅をしたいっていうこの気持ちがないと、私って旅できない人なんだなと思いました。だから完全に一人旅ってなっちゃうとなんかちょっと寂しくて、自分のために行けばいいじゃんって思ったんですけど、ただやっぱ自分のためだけだと物足りないというか、何かとどっか寂しさを覚えてしまって、こうやって旅の共有ができる相手がいるっていうのは、しかもね今18万5千人いるんですよ。18万5千人の皆様と旅を共有できるっていうのは本当にありがたいことなんだなと、完全に一人でカメラを回さないっていう旅を経て改めて実感しました。ありがとうございます。今回も素敵なおかみさんとかね、巡り合わせでこういう本来は来る予定もなかった。バイクすごい、めっちゃブレちゃったけど、あんな感じでね、バイクのお客さんとかも県境の宿ちょっとお茶しに来てましたね。カフェ利用もできるんで。めっちゃ話それちゃった。何の話してたか忘れたんでもういいや適当か。そして見えてきましたよ、我が県境の宿。渋峠ホテル、あれのね2階のお部屋に私は宿泊しています。お夕食はこれから6時からだそうです。入り口にねゴールデンレトリバーの看板犬のワンちゃんがいたんですよ。ちょっと一緒に遊んでこよう、お夕食まで。そしてまた係員さんがいらっしゃいますね、麓の方に。私しか乗ってる人いないから、私の帰りを待ってリフト止めるんでしょうね。めちゃめちゃこっち見てるめっちゃこっち見てるな。ちょっと恥ずかしいんだけど、ありがとうございます。私一人のために。
なんかあんまり乗る人いないね。今日ちょっとドライブしに来た方とかがさ、県境の宿でたくさん写真撮ってましたけど、あえてここに乗るっていう人は少ないのかもしれないですね。いいとこなのにね、すごい楽しかったですよ。あそこにもヒュッテっぽいものがあるんだけど、多分使われてないんだろうな。でこれの麓にもあるんですけど、渋峠ロッジも今は使われてなさそうだったな。ただそんな中でもずっと残ってくれてありがたいです、渋峠ホテルで。ここに来るまでに日本最高国道地点の石碑が立ってるところがあったんですけれども、あとはなんだっけな、慰霊碑が立ってましたね。何で殉職されちゃった方の慰霊碑だったのかちょっとよく見えなかったんですけれども、そこのこの地点まで行くと朝日がすごく綺麗に見えるから行ってみてくださいねっておかみさんがおっしゃってました。ただちょっと曇っちゃってるかもしれないですけどね。嬉しいな、一回来てみたいと思ってたんですよ、この県境の宿。何これ珍百景とかだった気がするんだけど、県民賞とかでテレビで見たことがあって念願の来れました。私のただ一人の帰りを待っている皆さんありがとうございます。なんかちょっと申し訳ない気持ちになりますね。セーフティーバーを自分で上げるのがちょっと怖いんだよな。頑張ります。はい、ありがとうございます。お世話になりました。お世話になりました。ありがとうございます。よいしょ。シャトルバスは使いませんよ。はい、止まります。はい、ありがとうございます。このシャトルバスもどっかから出してくれるんだな。お世話になりました。止まった。リフトが止まりました。横手山山頂には思い出を超える感動がありましたね。楽しかった。リフト止まりました。なんかありがとうございます。私のために動かしてくださって。いや、ギリギリでいい経験できたな。楽しかったな。草津で無料で日本酒も飲めたし、そこかよって感じですけどここから歩いて横手山神社までも行けるんですね。とてもじゃないけど行きません。はい、すいません。横手山神社はちょっとリフトから見えたので良かったです。ということでお部屋で少しばかりゆっくりさせていただきましょう。私が泊まるのは2階のあそこかな。多分このね、渋峠ホテルの渋峠の下が私の部屋ですね。こっちが渋峠、山田峠、草津峠、鳥居峠、碓氷峠だったと思う。よく覚えてるな。記憶力だけはいいんですよね。またバイクのお客さんがすごいね。バイカーっていうの、レーサーバイク乗る人ってなんて言うんだっけ、忘れちゃったけど、もうたくさん利用されるんですよね。かわいい。お昼寝してるかな。かわいい。ちょっと小柄。かわいいな。こんにちは。2014年12月生まれなんだね。10歳か。ゴールデンで10歳だとだいぶご高齢ってペロリンズの父ちゃんが言ってたな。でも毛並みもすごい綺麗だね。マーカスくんは。マーカスくん、マーカス。僕の名前はマーカスです。僕と遊ぶ際は名前を呼んで遊んでください。無言で近づくと僕びっくりして襲っちゃうかもしれませんし、僕の名前呼んでから近寄ってね。マーカスくん、今日はお邪魔しますね。よいしょ。お世話になります。かわいい、かわいい。今日先生よろしくお願いします。マーカス先生、マーカス先生よろしくお願いします。相手してやってもいいかって感じかな。同じポーズで撮られてる方いらっしゃるな。やりたくなっちゃうよね、県境で。わかるわかる。ここら辺が気持ちいいですか。なるほど、ここら辺ですね先生。どうですか、ここら辺ですか。かわいい。
私ね、もともと苦手だったんですよ。犬結構苦手だったんですけど、ヨモちゃんと戯れてから本当に楽しくなっちゃいました。マカ先生、気持ちいいですか？どうですか？ご満足いただけたでしょうか？ちょっとピクピクしてご満足いただけましたか？この犬臭さもたまらない。ここの宿は県境なんですけど、住所自体は長野県になってるんですよね。山ノ内町って書いてますが、そう、長野の山ノ内町。やめちゃうとなんだ、やめちゃうとまだやれっていうこうやってやめるとお前やめるなすいません、やめるなって言われちゃう。気持ちいいな、ここがね。お腹が気持ちいいんですね、先生。かわいい。この脇の下とか良くないですか？気持ちいいですね。先生また来るね。ごめん、ちょっと終わりにしちゃうけど、また来るね、先生。マーカスまた来るね。はいはいはいまたね。よいしょ。お世話になりました。ありがとうございました。楽しかったです。すごかったです。横手山の方とか。雲海になっててすごい綺麗でした。マーカス君が可愛くてずっと撫でてました。ありがとうございます。撫でるのやめちゃうとなんかもうちょっと撫でろみたいな。動物好きなお客さん来るともそうお腹出して10歳ですよね。結構長生き、スタッフの方も気さくにお話ししてくださって素敵な渋峠ライフとなりました。ありがとうございます。そして壁にはたくさんの著名人から贈られたサインがずらっと書かれていました。こちら自転車ロードバイクの選手のものですね。この辺り上信越高原国立公園の特に横手山の周辺、長野県側は志賀高原と呼ばれておりまして、ヒルクライムの有名なコースなんですね。ヒルクライムご存知ですか？自転車で山を一生懸命登ってタイムを競う競技です。これはなんだ？計算機、アネロイド式気圧計。懐かしいね。これもなくなっちゃったね、今はね。お宿に着いてからあっちこっちバタバタしてマーカス君に遊んでもらっていたので、なかなかねゆっくりできませんでしたが、やっとここで落ち着ける時間です。店舗の中いろいろ見させてもらったら、壁にたくさんこれまた写真が飾ってあるんですね。昭和30年に建てられた当初の渋峠ホテルから昭和50年代までの遍歴わかるようになっていました。渋峠ヒュッテとしてもともとは小さな山小屋のような形だったんですが、これが建て直したり増築したりして今のような形になりました。昭和50年のホテル、今の長野県側だけがね、パタンと切れてあるような感じなんですが、ここからさらに左側に建屋を伸ばして群馬までつながった形になるんですね。このホテルのオーナーである児玉さんは、かつて長野県スキー連盟志賀高原スキークラブの会長を務められていて、その児玉さんのお父様が戦後始めたホテルだそうです。横手山の山麓に本州初のスキーリフトができ、本格的なスキーリゾートの歴史が始まった頃、日本でも有数の規模のスキーエリアとして志賀高原ブランドも確立しました。実は先ほどリフトで下ってきた横手山渋峠スキー場ですが、1998年の冬季オリンピックの会場としても選ばれています。児玉さんはスキー連盟の会員としてオリンピックをはじめ世界レベルの大会も数多く手掛けられたそうです。大きな暖炉に食器棚、ぬくもりを感じる丸太を切ったままのテーブルなど、すごくレトロな雰囲気が居心地いいな、あっという間に時間が経ってしまいそうと感じる店内でした。そして至る所にこういうサインだったり、志賀高原の綺麗に撮影された四季折々の写真が飾られていました。バブル期を境にスキー人気が低迷した現在では、ここ渋峠ホテルへ訪れるお客様は写真撮影を目的としている方が多かったそうです。
本日宿泊されるお客様は私含め3組だったんですけれども、隣の女性の方に声をかけてみると、星空を目当てに来ましたと、自動車で到達できる最高地点の空が近い場所なんで、すっごい綺麗なんですよというのを実際におっしゃっていました。夜外に出ると街灯は一つもありませんから、本当に真っ黒の世界の中、星空を楽しめます。朝になれば朝日が綺麗に昇りますし、冬になると木に氷が張り付いてできる樹氷、それからパウダースノーの中現れるスノーダスト、いろんな表情を見せてくれます。ありがとうございます。そう、すごい天皇陛下の写真とか、マーカス君がまだ若いですね。そうですね。まだ小さい時のね。これもともと半分だけだったんですか、もしかしてこの昭和。あれ。これ見たらちょうど半分しかない。これがもともとの最初のはいはいはい。その後がこれになって、その後こっち側だけ立てて、昔はあそこのリフトの渋峠ロッジやってた。してましたね。だいぶ長いことやってないです。だいぶやってないですね。今閉めちゃうロッジ多いですよね。でもね。先ほどの喫茶スペースは群馬県側、こちらの食堂は長野県側となっております。面白いですね。ずらっと並ぶ長いテーブルに椅子、この様子を見ていると本当にオリンピックとかスキーブームの時はね、いろんな大勢の合宿団体とかで盛り上がっていたんじゃないかなと、その名残を感じます。現代ではロードバイクとかヒルクライムの選手とか使用されるんでしょうね。ここ志賀高原は1998年長野オリンピック開催地なんですね。ユネスコエコパーク、ここら辺一帯が国立公園になってるんだ。で今ね、気温めちゃめちゃ寒いですよ。12度しかありません。かなりひんやりしますね。ちょっと人がいない時を見計らってカゴ鉄頑張って年の数だけここで反復横跳びしたショート動画撮りましたんで、ぜひ見てください。はい、途中から後ろに人がね来て写真の順番みたいなのされててすごく気まずかったです。みんなに見られながら反復横跳びしました。羞恥心がマックスでした。ちょっとお部屋でゆっくりしてからお夕食ですね。浴衣とかもね用意してありました。ありがたいです。お夕食は6時から朝食は7時半ですね。でお風呂は9時までに済ませないといけません。朝は入れません。手洗いは洗面所ついてないんで、ここでお手洗い、手を洗ってからお部屋戻ります。ちょっと電波が入りづらいところなんですが Wi-Fi 環境も整えてあるのでバッチリ YouTuber 大歓喜。私お部屋あそこなんですが、ここフリースペースがあって洗濯機使えますね。はい、お金を入れて使うような感じです。でお部屋鳥居峠お邪魔します。県境の宿渋峠ホテル鳥居峠と書いてありまして、この100円投入して入れる金庫が懐かしいですね。小さい頃は旅館に行くとよくあったなと。あとこのゴミ箱、この柄ね、懐かしいね。おばあちゃん家とかにありました。はい、今日は一日お世話になります。もうちょっとで日の入りですかね。今年はやっぱり紅葉が遅いみたいですね。こっちの方は夏場暑かったんで。ということでお楽しみお夕食のお時間です。6時になりました。先ほど見学した食堂へ舞い戻ってきました。この黒旗地大天使、よろしくお願いいたします。美味しそう。もうこのために普段の食事節制して撮影でいっぱい食べて飲めるように頑張ってますんで、もう超絶ご褒美です。いただきます。生ビールだと中ジョッキと小ジョッキ。瓶ビールで。瓶ビール、はい、中瓶。はい、お願いします。今日は残念ながら見えなかったんですけど、ここの窓から結構夕焼けが見えるんですけど、今日はダメですね。さっきも見てたんですけどダメでした。お迎えにもなっていないので、明日朝早ければここの
内が見えちゃうんですか？ここ市内が見えるんです。でもお客様明日帰るときバスに乗るときは左側に進行方向にわかりました。乗ってもらうと山の景色も見れるし、よく見えると思います。ありがとうございます。信州といえばお蕎麦ということで、信州の七味、八幡や磯五郎、こちらを振りかけて一気にズルズルっといただいていきます。ご飯足りなかったら皆さんおかわりございますので言ってください。トマトから結構続きまして大きなブリッとした舞茸の天ぷらいただきましょう。今私は食堂側でお食事をしているので、長野県でご飯を食べていることになるんですけれども、群馬も長野も両方とも内陸県、海がありません。その代わり山菜が非常に豊富にとります。特にこの峠の区間なんかね、山のお恵みたくさんいただいていきましょう。寝起きで今アフレコしていましてですね、結構カミカミなんですけど申し訳ないです。この動画の冒頭にもお話ししているんですが、私ね、超地元が群馬県甘楽郡下仁田町という場所です。なのでもう本当にちょっと行けば軽井沢みたいなね、内山峠の近所に住んでいたわけなんですよ。だから小さい頃からどっちかっていうとうどんよりお蕎麦を食べる習慣の方が多かったような気がするんですよね。それこそ長野が近いんで、群馬って関東の中だと小麦の生産量が一番なんで、水沢うどんとかうどん有名なんですけれども、私が慣れ親しんでいるのはどちらかというと信州のお蕎麦です。で、小さい時から八幡や磯五郎の善光寺の七味、お家にも置いてあったので慣れ親しんだ味ですね。そしてふつふつといい感じにお鍋が煮立ってきました。いや、こんなに豪華なお食事いただけるとは思っていなかったので、いい意味で予想を超えてきた、期待を裏切ってきた渋峠ホテルさん、さすがです。ベースは醤油ベースでしたかね。具材はふんだんに山の幸が使われています。椎茸、えのき、そして人参とか白菜、お野菜も入っていまして、ちょっと鶏団子っぽいものも入っていましたがね、中に一つだけ不思議な具材があって、見た目がホタテみたいなちょっとブリッとした白色の薄い楕円形のものが入っていたんですけれども、これ何ですか？私初めて見て食べてみてもいまいち何か分かんなかったんですよ。お麩かなって感じだったんですけど、ホタテじゃないでしょ。これご存知の方いらっしゃったら、長野県民の方、これ何なのかぜひ教えてください。撮影をしていた日は9月の28日、9月下旬といえど近年はもう本当に暑い日が続きます。9月は夏って明言してもいいぐらいですよね。ただ渋峠、さすがにね2200メートルぐらいにありますから、今の気温10度ぐらいですかね。肌寒いです。そんな中ふつふつと湯気が上がるこのお鍋、この煙を顔面にまるで浅草寺のように浴びて、ほっと一息つく瞬間、芯から温まるこの時間、幸せをかみしめています。今年の鍋開きでしたね、私のね。はい、2024年冬シーズン鍋開きでございます。ありがとうございます。
群馬長野山の幸山菜が豊富ですよっていうアナウンスの時にがっつり魚食べてましたね、私さっき。すいません。ということでこちらサーモンマリネ、エビもありました。ありがとうございます。はい、川の幸もねもちろん豊富ですし大好きです。川じゃないか、サーモンはごめんなさい海かもしれないですけれどもこちらもしっかり美味しくいただきました。ご飯もおかわり自由ということだったのでもりもりいただいていきましょう。おかわりしてもいいですよって言ってもおひつにそもそも満タンに入ってたので食べるのに必死でした。ありがとうございます。満腹になりました。でちなみにこの渋峠ホテルさん3分の2が長野県3分の1が群馬県にまたがっているんですけれども、住所気になりませんか？ここね長野県の住所になっているんです。そこで気になってしまうのは、私どうしても YouTuber 個人事業主ということで税金関連どうなってるんですかと調べてみると、税金はね固定資産税群馬と長野両方に支払っていまして、もしこの山頂付近で遭難事故が起きてしまった場合には群馬県長野県両方の警察に連絡をするという形になっているそうです。で建て直し増築を繰り返して県境をまたぐように建てられたホテルなんですが、なんで増築の段階でまたぐように作ったのかっていう理由をねお聞きするのを忘れちゃったんですよ。スタッフさんともうちょっと詳しくお話ししとけばよかったなと思います。この渋峠ホテルの歴史についても詳しい方、40年代50年代の頃の渋峠ホテル宿泊したことがあるよって方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。当時のお話非常に興味があります。最後に気づいたんですけれども、信州といえばやっぱりこれ野沢菜おやきとかめちゃくちゃ美味しいですし、さっぱりしていて酒のあてにも最適ということで、最後の一滴天のお恵み残さずいただいていきましょう。乾杯。幸せ。今日一日朝早くから撮影頑張りましたからね。こうやって峠でいただくおばくじゅうも最高です。そしてキラッと光る中指の私の指輪、これ今年のお誕生日に自分に向けて誕生日プレゼント買ったんです。毎年一つ指輪を買う。これでまた頑張れます。そしてデザートにはこんな大粒なシャインマスカットが3つも。やっぱり長野って言えばブドウもよく取れますし、そして信州のリンゴも美味しいです。ごちそうさまでした。デザートまでね食べちゃうとめちゃくちゃ量多かったんで、これはお部屋に持って帰って、夜食として楽しませていただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ちょっと今日空があれだったからどうかなと思う。良かったですよね。ダメかな。そうだろう。こっちの方まで来ちゃうとダメか。さっきね見えてた。本当に暗くなるんですね。11度だからまだいいですよ。そうですよね。4度5度ですよ。寒いですよねこっちの方は。ほらあららららら。本当だ。でもすごいな。月見えないね。月見えないと出てないと本当に星すごいんですけど。本当に街灯ないんですね。ないですよ。いやーすごい。1個だけでも本当に綺麗。でもちょっと2つ見えるな。こんなに真っ暗ですね本当にね。月が出てる時とか綺麗でしょうね、月明かりでね。すごくね。上じゃなくて、自分のこのね、そう目線で本当に見れるので。いやでも泊まれただけでもラッキーでした今日は。そうなんですか。ありがとうございます。これを見たくて群馬のそうここで反復横跳びしたくて反復横跳びしましたちゃんと。皆さんここね、でも今年よかった。今年ね綺麗にしたんですよ。そうなんだ。よかったよかった。いい時に来ました。記念で写真撮られる方いらっしゃるので。でもちょっと星見えてきたな。で目も慣れてくると思うんですよ。目慣れてきましたね。確かにね。全然ちょっと明るく見えるな。明るくなってきません？ね、来ましたね。そう大三角が見えてますね。
見えますか？見えます。わかります。私には全然わかりません。どうしたの？10月入るとやっぱり1回はもう降りますので。そうだよな。雪が溶けるのも遅いですもんね、ここら辺では。そうですね。でも年々やっぱり雪がね少ないので。そうですよね。溶けるね。あれ水不足はあれですか？やっぱ今年の夏暑かったから。もうね年々なんですよ。あ、そうなんだ。水がちょっと枯れてきちゃってるのが。温暖化の影響でみたいな感じなのか。じゃないですかね。雪解け水か結局ここら辺って。そうですね。で上ですからね。やっぱりそうですよね。あ、そうか小さいですからね。水源は小さいからね。お勉強になります。すいません、ご親切にありがとうございます。マーカス君も楽しみに来て会えるかなとかって思いつつ、マーカス君この間ちょっと、いつも来てくださるお客さんに綺麗にしていただいたので、少々匂いがいいんですけど、そういい匂いでした。そう思ったより犬臭くないっていうか、元のマーちゃんの匂いになってかわいい。ありがとうございます。お世話になります。めちゃめちゃいいお宿すぎる。料理がめっちゃ美味しくて、とにかく量が多い。もう全部食べきるの大変でした。お部屋でいただきます。ということでお風呂タイム行きましょう。お風呂は地下ですね。よいしょよいしょよいしょ。スリッパを脱いでお入りください。さっぱりしてきます。ということでお風呂さっぱりさせていただきました。でちょっと水不足でお客さんの数も制限してるってことだったんで、髪の毛は今日女の人多かったし、私を含めて5名ですかね。5名中4人が女性だったんですけど、水多分たくさん使うと思うんで、私いいやと思って髪の毛は洗いませんでした。今日そんなに涼しかったから汗かいてないし、1日ぐらいで今日帰っちゃうんで、今日泊まって明日はもう自宅に帰るからさ、なんか別にいいかなと思って、髪は洗わずに出てきました。ということでお夕食の時にいただかずに持って帰ってきたこのシャインマスカットとリンゴお夜食にいただいて寝ようと思います。で夜はちょっとカフェイン取っちゃうと眠れなくなっちゃうんで、お湯でいただきます。お風呂に入るとちょっとね熱めのお湯で芯から温まりましたね。冷えないうちにもう寝ちゃいたいと思います。正直寒いです。今外11度しかないから、夜になるともっと下がると思うんで、体がポカポカのうちに寝ちゃいましょう。こちら持って帰ってきました。いいですか、お部屋に持って帰って持っていったらいいですよってことだったんで、さすがにこの大粒のシャインマスカットを食べない手はないでしょう。原価考えたらシャインマスカットってマジ1房3000円ぐらいするからね。いただきます。うまい。イチジクと梨はちょっと高いんですけど、でも今しか食べられないから近所のスーパーでも買うんですが、さすがにシャインマスカットは手が出せるほどの YouTuber じゃないので、こういうところでしかいただけないのでありがたいです。今日はブドウ色のスカート、ブドウ色のスカート履いてきましたけど、ここでブドウ食べれて幸せです。色全然違うんだけど、ここのお宿のスタッフさん皆さんすごい親切な方で、星がよく見えますよとか、この写真はいつのでねってたくさん説明してくださったり、ご丁寧に声かけてくださって、本当にありがたい。めちゃめちゃいいお宿です。なかなか取れないですけどね、人数制限今ちょっとかかってるみたいなので、めっちゃいいお宿でしたね。本当に素敵。喫茶店のオープンもしてるので、喫茶利用して長野と群馬の県境でまたがって長野群馬のポーズやって記念にしてはいかがでしょうかと思いました。でこちら長野県といえばリンゴですね。この時間が経っても黄ばまない
すごいちゃんと処理されてるんですね。多分塩水かなんかで。すごくない？こんなに綺麗なのが残ってる。長野のお恵み、群馬のお恵みを体いっぱいに受けて睡眠ちゃんが育ちます。今日も元気プロ20歳ということでお休みしたいと思います。ちょっと寒すぎたので睡眠ちゃんの上に床抱きました。なんとも斬新なスタイル。もう今日も早かったのでぐっすり寝ようと思います。辺りに街灯は一切ないのでこの部屋の電気消したらマジで真っ暗です。ということでおやすみなさい。また明日も。おはようございます。時刻は5時半。寒い。晴れて、ちょっと今日は朝日はだいぶ難しそうですね。めちゃめちゃガスっちゃってるもんね。残念でしたけど、こういう日もありますよね。また幻想的な朝の光景を見れたのでよかったです。朝食は2時間後の7時半からです。2度寝から目覚めたらなんかちょっと晴れてるぞ。うわー、晴れたー。うわー、最高じゃないか。皆さんおはようございます。9月29日朝でございます。すがすがしい朝とともに当番で出されたベーコンエッグ、なんだか斬新ですね。朝ごはんもご覧の量です。ほっかほかのなめこ味噌汁までついてくる。右手に置かれているのはぶどうジュースでしたかね。で、おひつにタップタップの白米。最高。本日も朝から元気が出る朝食です。朝起きた時はあいにくの天気だったんですけれども、少しずつ晴れ間が見えてきました。窓の外からね、長野市街地の方まで見下ろせるそうです。すごいですね。そしていただきます。しらすおろし。私しらす大好きなんですよ。家でもしょっちゅう買って納豆に混ぜて食べちゃうんです。カルシウム取れてね、非常にいいですよ。一日の始まり、朝の活力朝ごはんということで、過去鉄スタイルでベーコンエッグには塩を振りかけていただきました。皆さんだったら何をかけますでしょうか。この調味料系で私驚いたことがありまして、幼少期お家でカレーが出てくると母鉄は必ずカレーライスに醤油をかけていたんです。醤油、びっくりしてみましたね。なんか聞いたら親族関西に多いんですけれども、関西の人ってカレーに醤油をかける文化があったっていうのをちょっとどっかで聞いたんですけれども、今はもうないんでしょうかね。関西圏の皆様教えてください。そして今手に取ったこれ、なんだ。いや、ぶどうジュースだと思って飲んでるんですけれども、私が知ってるぶどうの味じゃないんですよね。これ隣のお客さんも飲んで、これ何の味だろうねって言ってて、多分ぶどうだと思うんだけどっていう会話をされていました。市販で売られているアメリカングレープジュースみたいなのはよく飲むんですけれども、やっぱり本場のぶどうがたくさん取れるところで果汁 100% で作られているお味だから、少し味わいが違うのかもしれないですね。手をつなぎ長野に呼ぼう峠五輪。1998年志賀高原。実際に誘致できましたからね。この2階にも配膳室ってあるんだけど、多分今使われてないんじゃないかな。昔それこそ昭和の時代はスキー合宿とかで学生さんとかね、オリンピック選手とか候補の方とかがもう団体で一気に泊まりに来た歴史とかあるんだろうな。下の食堂の感じとかを見ても。ということで、研究宿しぶとうホテルさん、一泊ありがとうございました。本当に素敵なお宿でした。ご飯がめちゃくちゃ美味しくて、何よりこのロケーションが素晴らしくって、そしてスタッフの皆さん本当に親切に対応してくださいました。
県境の峠の一晩を非常に健やかに有意義なものとして過ごすことができました。改めて重ねて感謝申し上げます。ということで、そろそろチェックアウトの時間なので行きましょう。ちょっと外がねかなりガスってて本当に天候が変わりやすいんですけれども、まあ帰りも湯田中の方に今度は長野県に抜けますので、またいい景色見えることを願って出発したいと思います。よろしくお願いします。今日も頑張ろう。国道最高地点のこれと、これのシールいただきたいんですけど、最高地点は何番目1番まで。1番ですか。はい。1番も850円ですね。現金のみです。そうですね、申し訳ないですね。購入させていただきました日本国道最高地点到達証明書、日付を入れて購入できます。1枚100円です。これとステッカー渋峠のものがあったのでこちらも購入しました。250円でした。良い思い出となりました。バスの時間まで40分くらいあるのでその時間まで少しここで待たせてもらいます。今日の先生の様子はどうかなとマーカス君の方見たらなんかしょんぼりしてたので、これはもう先生をマッサージしに行かなければいけませんね。それが今日の私の使命です。今朝は一瞬晴れてたんですけどまただいぶガスってるな。マーカスおはよう。はい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 マーカスおはようはいはいはいここですか先生ここですか先生。今日曇りですね。ガスっちゃいましたね。マーカス先生残念ですよ。ちょっと曇っちゃって。でもゆっくりできたからいいか。一緒にちょっと外行ってくる。ちょっと一瞬外行ってくる。また来るね。ちょっと外行ってくるね。ごめんよ。諦めた。ガスってるな。ちょっと向こう行ったところに国道最高到達点の場所あるんですけど、バスで見てきた場所ですね。ちょっと歩いていくのは難しそう。危険ですね。車がちょっと人見えないと困っちゃうんで。はい。いやお世話になりました。ご飯も美味しかったし。でバスは昨日泊まったところに来ます。ちょうど草津川から14時37分着のバスで来て、朝はこの志賀高原山の駅この9時40分発ので志賀高原の方で1回乗り換えて湯田中の方に抜けるのがちょうどいいのかな。10時37分でチェックイン、これでチェックアウトが一番ちょうどいいと思う。なかなかここのお宿取れないんでね、来れたらラッキーみたいな感じですけどね。昨日の天空散歩のお兄さんもいる。お世話になりました。よかったな昨日行っといて。よかったよかった。いい経験できました。残りの時間はマーカスをなでくり回しますか。はい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 。気持ちいいですか片足上げて可愛いねあんた。マーカスくん毎日ありがとう。看板犬頑張ってくれてありがとう。撫でさせてくれてありがとうみんなに撫でさせてあげてんだもんね。仕方なく撫でさせてあげてんだよ。ありがとうねマーカス。ちょっと休憩はい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 気持ちいいなお腹がワンちゃんっていうのは。渋峠ちゃんとマーカスがいる。 Stay with our lovely マーカス。ちょっと雨が強くなってきたかなの出たところにお地蔵さんがいらっしゃるんですよね。渋峠のお地蔵さんです。お世話になりました。でちょうどここを回ったところに渋峠の標識があります。本当にもうまさしく峠のお宿です。よかったな昨日晴れてくれて。
反復横跳び思う存分できました。思い残すことはない。反復横跳びするために来ましたからね。お世話になりました。ありがとうございました。お世話になりました。マカスまたねまたね、また来るね。またよろしくね。悲しいね、なんかちょっとうるってきたな。ありがとう。マガさんありがとう。ありがとうね。またね。よし。ガスってますけど、バスが来るのを待ちましょう。本日もよろしくお願いします。今日は群馬から長野へ向かいます。もうそこに気温を示す看板があるんだけど、昨日見たやつね、それも見えないぐらいまでガスってますね。全く何も見えない。いや、こんな中で遭難とかしちゃうとマジで大変だろうな。で、ここは多分昔ガソリンスタンドかなんかあったような感じがしますよね。多分ガソスタが併設されてたんじゃないのかなっていう気がします。これ時間通り来んのかな。今何度？11度ですね。11度、かすかに見える。今は長袖にこのシャツを上から羽織ってますが、それでもひんやりしますね。結構こう冷えてくる感じです。もう9月29くっつくの日なんですけど、ここくらいになっちゃうと結構冷え込みますね。来た。この曇った中で到着するバスが猫バスみたいな安心感があります。よいしょ、お願いします。よいしょ。お願いします。スタッフさんに教えてもらった通り、ちゃんと長野側進行方向左手に着席したんですが、まあ今日の横手山渋峠山頂付近はこのノームっぷりです。本来であればこの眼下に横手山スキー場だったり長野盆地まで綺麗に見渡せ、遠くには北アルプスも運が良ければ見れるかもしれません。急カーブを描きながら横手山志賀高原の山道を下っていきます。昨日リフトの上から見た下のぐねぐねっとした道、ちょうどそこを下っているような形です。だいぶ下の方まで下ってきまして、横手山渋峠スキー場の入り口が見えてきました。こちらには旭坂駐車場と書いてありますが、冬になるとここに車を止めてスキーを楽しまれるお客様たくさんいらっしゃいます。ちなみに駐車場の隣が国道旭坂ゲートとなっておりまして、ここから先冬季は来る時に走ってきた草津天狗山ゲートまで完全封鎖されてしまいます。なので宿泊した渋峠ホテル、冬場に行こうとするとスキー客にならないといけないんですよ。レアなお宿です。ご乗車ありがとうございます。次は小樽温泉鈴沢、小樽温泉鈴沢です。バスが停車するまで席を立たないでください。横手山のふもとスキー場入り口付近にはたくさんの大型宿泊施設があるんですけれども、半分くらいはもう営業してないような感じですかね。バブル期にはたくさんのお客様で賑わっていたことと思います。
長野バスはですね、この下の温泉郷までぐるっと回ってくれて、一つ一つの温泉宿に泊まりますので、アクセスはね非常にいいんじゃないかなと感じました。ちなみに冬場スキー場に変身した横手山なんですが、先ほど通過した旭坂ゲート、あれより上は封鎖されてしまうんですけれども、あの部分国道292号線を利用して初心者コースが生まれるんですね。国道がスキーコースになる、なんとも不思議な場所なんですけれども、これも日本一標高が高い場所にあるスキー場だからこそできる技じゃないかなと思います。夏場はヒルクライム、冬場はスキーとスポーツ客に愛される志賀高原なのですが、それだけではございません。見てください。こちらは木戸池といって、志賀高原にはこのような小さな湖や沼地がたくさん存在しています。澄んだ水面に紅葉の時期になると鮮やかな葉っぱの色が反射して非常に美しいです。高原にあり非常に水がきれいなことから、この辺り時期になるとホタルもよく飛ぶそうです。先ほどバス停のアナウンスでホタル温泉というのが入っていたかと思うんですけれども、それもねこの水のきれいさから来ているんじゃないでしょうか。お忘れ物ございませんようご注意ください。バスが停車するまで席を立たないでください。ありがとうございました。次は終点志賀高原山の駅、志賀高原山の駅です。湯田中駅方面、奥志賀高原方面へはお乗り換えでございます。お忘れ物ございませんようご注意ください。ここで湯田中方面に乗り換えです。お願いします。よいしょ。あ、はい、わかりました。あのバスから乗り換えてきたんですけど、湯田中までの精算向こうのバスで済ませられました。1500円でした。あと5分ぐらい時間があるんで、ちょっと歩いてみましょうか。なんかキッチンカーフェスみたいなのやってましたね。そういうイベントが週末にはあるんだな。これが志賀高原の観光センターみたいな感じなのかな。志賀高原といえば白樺リゾート、白樺リゾート池の平ホテルっていうところがあるんですけど、そこに小さい頃、小学生ぐらいで母鉄と行って遊んだ思い出がありますね。ここは志賀高原総合会館自然保護センター、だからこの辺りにいろんな施設がまとまってあるんだね。なんか神社もあるな、ということで乗り換えて一気に湯田中方面行きましょう。バス停のところに糞が落ちてたんだけど、これ何の糞なんだろう。犬じゃないよね。木の実がめっちゃ入ってる。なんか来る時の看板にキツネが通りますのでお気をつけてみたいな案内があったんですけど、まさかキツネにしては立派な運皮な気もするな。タヌキとかなんだろうな。発車します。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは湯田中駅行きです。次は丸池です。終
週末ということもありイベントも開催されているためか家族連れのお客さん非常に多かったですね。これからも湯田中の街に向けてずっと下っていくんですが、宿泊施設たくさん立ち並んでおります。そして綺麗な池とかちょっとした滝なんかも見ることができるんですけれども、またすぐこう霧がかってガスってきちゃうんですね。山の天気は本当に変わりづらい。そして10メートル先のこう標識とかもあんまり見えないぐらいなんですけれども、この中を運転されるバス運転手さん、いや本当お見事、ありがとうございます。スノーモンキーパークです。神林ホテル天守閣地獄谷野営公園へお越しの方はこちらでお降りください。曇ってはいるんですけれども霧はなくなりましたね。だいぶ下の方まで降りてきて、奥には湯田中の市街地が見えてまいりました。そしてアナウンスでスノーモンキーパークって言ってたんですけど、なんだそれと思って調べてみたら、地獄谷ね。私群馬に住んでいながら近所にあったんですけど、地獄谷って1回も行ったことなかったんですよ。ご存知ですか？お猿さんが露天風呂、外の温泉に入ってリンゴとか食べてる映像とか見たことありません？雪の中。あそこね、この辺にあるんですよ、ちょうど。これも大きな旅館かなと思ったんですけど、よく見ると和合会館って書いてありますね。この地区の事務所、公民館みたいな感じなんでしょうか。ということで川の上から下ってきたこちらは渋温泉です。もう間もなく湯田中駅到着するんですけれども、湯田中温泉とこの渋温泉まとめて、湯田中渋温泉郷と言われているそうです。草津温泉ほどの派手さはないながら、こじんまりとしたしっとりとした旅館が立ち並んでいまして、何よりも上から眺めた時、川沿いにぶわーっと立つ温泉宿が雅でね、すごく雰囲気いいなと感じました。外湯巡りも有名で、外にはね9つの外湯があるそうです。発車します。ご注意ください。このバスは湯田中駅行きです。次は安大温泉です。湯田中渋温泉郷と書かれた上にはお猿さん、地獄谷イメージしてるんでしょうね。そして後ろパッと振り返ると、結構大きな旅館の上にドームみたいなものが5個ポンポンポンと置かれてるんですよ。多分グランピング施設っぽいものをちょっとね、今時のお客様向けにああやって思考を凝らした策を練ってるんですね。ありがとうございます。よいしょ。あ、着きました。耳がめっちゃおかしい標高差で。初めて来ました湯田中です。長野電鉄。同じ色のすごいね、圧巻のこの台数のバス。はい。ということで本日はこちら長野電鉄湯田中駅からですね、観光列車北進ワインバレー列車みたいな、ワインをたくさんいただける、ブドウの産地ですからね、をいただける列車が出てるんですが、それの予約ができたので、それで長野まで向かいたいと思います。よろしくお願いします。耳がマジでおかしい。もうなんかこの標高差で耳戻んないんだよ、なかなか。すごい雰囲気のある温泉街だったな。この湯田中温泉郷も良かったけど、渋温泉途中通ってきたここの雰囲気もすごい良かったですね。っていうかもうめちゃめちゃ温泉街あるんだね。そりゃ近所にね、あんだけ山あるし火山も多そうだし、あんまり来たことなかったな。地元から近かったけど、日帰り入浴施設とかもたくさんありますよ。あ、ここはトイレねここはトイレでした。そしてこれもともと小田急のロマンスカーだったんだよね。この形の車両に乗ってワインを楽しみながら、湯煙号ワインバレー列車みたいなやつだったっけな。それで向かいたいと思います。
すごい雰囲気あるコンクリート造りなんだけど、昔ながらの駅舎って感じがしますね。長野電鉄が設立されたのは1920年のこと。もともとは長野の須坂や中野といった千曲川東側の地域と国鉄線の接続による産業輸送近代化を目的とした加東鉄道として発祥したそうです。その後に県都である長野との接続を図るべく長野電気鉄道を設立。最初は須坂から長野駅間の区間だったんですけれども、その後に最初発祥した加東鉄道と長野電鉄を統合して今のような形になりました。統合後には湯田中、渋温泉や志賀高原の開発を進めるなど観光開発にも注力し、スキーブームの先人ともなったそうです。この小さな温泉郷の看板とかも風情ありますよね。みそのホテル、千房荘、みゆきの宿。あ、地獄谷ってここら辺か。で、くるっと後ろを振り向くとちょっと一昔前の歓迎の看板。おー、この先に温泉街なさそうだけど、末端式ホーム、末端式ホームじゃないのか。ここも通れるよってだけで、どっかにつなげる予定とかあったのかな。この先なんかプツッとレールが切れてるような気がするけど、昔は沿線計画があったんでしょうか。それとも頓挫しちゃったのかな。なんかほら奥までつなぎそうな雰囲気はありますよね。奥の急斜面をゆっくりとこちらに登ってくるのは長野電鉄1000系車両。こちらは2006年に小田急電鉄から譲渡されたもので、もともとはロマンスカーとして箱根方面を走っていました。製造されたのは80年代後半で、ほとんどの席がハイデッカーとなっており、展望席も設けられているので眺望は抜群です。そしてこの湯田中駅、一面一線の単式ホームなんですが、右手にも建屋見えますよね。これは2006年まで使用されていた旧駅舎で、現在は国の登録有形文化財として残されています。2006年以前は2面2線のホームで、なんとこの終着駅でスイッチバックをして列車が止められていたんですね。急勾配をぐーっと登ってきて止まるので、平面のホームに列車を入れるため、そのような構造になっていたそうです。何の歌なんだろう。志賀高原の歌っぽいな。歌ってんの誰なんだろう。さあ乗車しましょう。かわいいお猿さんと電車。よろしくお願いします。2A の席こちらです。はい、ありがとうございます。向こうに向かいます。はい、キーホルダーも可愛い。ありがとうございます。上から2段目の白お告げしてます。ありがとうございます。はい。ということで乗車いたしました。長野電鉄が週末に運転しているイベント列車、北信濃ワインバレー列車です。普段は特急湯煙号として運転されているこの元ロマンスカーの車両なんですが、本日は特急だけでなく動くワイナリーとして運転をしていただけます。湯煙号だと60分くらいで長野駅に着いてしまうんですけれども、少しゆったり80分かけて湯田中から長野駅までを目指します。その間用意してあるワイン飲み放題ですから、もう加工鉄歓喜のお列車でございます。ありがとうございます。おばけじゅんも好きなんですけれども、最近は大人になろうと思ってワインとかもたしなむようになってまいりました。どんぶり号が先頭4号車、最後部1号車と4両編成で運転してまいります。本日用意されていたワインは赤白合わせて7種類、いずれも長野県北部北信濃にあるワイナリーのものです。乗船すると沿線の観光案内だったり、それぞれのワイナリーの情報、細やかなワインの味、特徴など丁寧に書かれた冊子をいただけます。乾杯。おかわりはですね、空いたカップをこちらの方までお持ちいただけますでしょうか。すいません。
ありがとうございます。長野ルージュ。はい、1年間の樽熟成を行ってまして、この中では一番重いワインになります。こっち側の方がやっぱり綺麗なんですか？そうですね。川が出てすぐに放射山というお山があります。大変長らくお待たせいたしました。特急湯煙のビリゴを長野駅発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。初めて来て。初めてです。楽しみに。そうですか。同時に2つとかでも結構ですね。わかりました。ありがとうございます。いただきます。お待たせをいたしました。本日は長野電鉄をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急湯煙のんびり号長野駅です。次は信州長野に停車いたします。これより長野までの旅をご一緒いたします。いつまでも頑張ってのんびりと走ります運転士は帯名。車掌は私西山が沿線の風景や歴史、食べ物などを終着駅長野までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。さて早速ではございますが、お客様、湯田中の温泉はいかがでしたでしょうか。湯田中支部温泉郷は山ノ内町の横湯川、角間川、夜町川流域に点在する9つの温泉からなっております。また一大リゾート地志賀高原はスキー場も数多くあり、ウィンターシーズンには多くのスキーヤーやスノーボーダーが訪れ賑わいを見せます。ただいま皆様がご乗車された湯田中駅ですが、この駅の標高は 599.76 メートルです。これは関東の皆様にはおなじみの登山スポット高尾山の山頂599メートルとほぼ同じ高さになります。高尾山にもケーブルカーやリフトがございますが、本日はのんびり号で軽快に下ってまいりましょう。山ノ内町の観光地地獄谷野猿公園を訪れた方も多いかと思いますが、ここ昔から猿が温泉に入っていたわけではないそうです。時代は遡ること1961年の秋、日本は高度成長期の真っ只中、ここ志賀高原のスキー場開発が盛んに行われ、餌場を追われた猿たちが里へより畑の作物を荒らすようになりました。それを見かねた地獄谷温泉の旅館のおかみさんが猿に餌付けをしようと落花生を与えましたが、猿は見向きもしませんでした。しかしある時大事件が起きました。旅館の娘さんがたまたま与えたリンゴはコロコロと坂を下って露天風呂にぽちゃり、それを見ていた1頭の小猿がそのリンゴをめがけて露天風呂にドボン。猿が温泉に入る瞬間でした。それを見ていた仲間の猿たちも安心したのか、次々とこの旅館の露天風呂に入るようになりました。それから3年後、1964年に猿の公園を作り、専用の露天風呂も作られ、今では世界中の人々がこのお風呂に入る珍しい猿の姿を求めて訪れるようになりました。世界中を探しても野生の猿がお風呂に入るのはここ地獄谷野猿公園だけだそうです。関東に少し雲がかかっておりますが、左右に裾野を大きく広げた山は高所山です。この美しい姿から郷土の富士として高い富士とも呼ばれております。この高所山を中心としてこの辺り一帯は北志賀高原とも呼ばれ、天然温泉やスキー場、雲海で有名な空手学校もここ北志賀高原にございます。またワインバレー列車ご利用のお客様の長野市にございます間に高橋ファームはこの放射山が名付けのもととなっております。さてのんびり号は間もなく四瀬川という川を渡ります。川を渡り始めましたらどうぞ右手奥の方もご覧ください。この川の下流に十三崖と呼ばれる崖がご覧いただけます。応永13年西暦1406年にこの四瀬川が大洪水を起こしました。それまで長野県境地の中央を流れていた四瀬川が流れを変えて高所山脈を削り取り、これよりご覧いただける崖ができました。白い崖が十三崖でございます。
この崖が応永13年にできたことから13崖と呼ばれていると伝えられております。長さは約1500メートル、一番高いところで約30メートルございます。また太平洋戦争の末期には現在の長野市松代地区に地下大本営の予定地が検討されましたが、この大本営の内約区としてこの13崖には地下壕が作られ、現在いくつもの洞窟が残っております。こんな調子でゆったりとワインバレー列車楽しんでいきたいんですけれども、そんな暇もありません。今度車窓に見つけたのは一面に広がるブドウ畑です。ゆったりのんびり走ってくださるとは言っても時間約80分、それで7種類のワインも出されて解説もこれだけ面白いとね、なかなか忙しいんですね。列車は信濃竹原駅に停車、ここで列車交換をいたします。向かいに停車する列車もこれ譲渡されたものですね。長野電鉄オリジナルで作った車両、現在はね走っていないんですよ。おそらく左側に停車したのは元東京メトロの車両かなと思います。そして名所案内13崖の超原棒と書いてありますが、先ほどアナウンスにもあった通り、この辺りを流れている読瀬川なんですが、もともとはね流れる場所違ったんです。それが1406年に大氾濫を起こして溶岩で固められたこの辺りの地形を削るように流れてから今の場所に読瀬川が来て、その時誕生したのが13崖と言われています。なんで13っていうのかというと、その洪水が発生したのが応永13年だったからだそうです。ちなみに超原棒というのは野鳥の名前のことで、13崖のあたりがね繁殖地に今はなっているそうです。そして太平洋戦争末期頃に作られた弾圧港が13崖の下にはあって、今でも地下壕がそのままの形で残っているそうです。さてここでお客様に長野県の代表的な北部を一つご紹介いたします。長野県では服なし、服がない、服を出してると服という言葉がよく使われます。なんと長野県の方言紹介までしてくださるんですね。その土地を旅しているって感じがして方言聞くのすごい好きなんですけれども、ここで紹介されたのがズク。なんか使い方だとズク出せとかズクがないとかそういう言い方をするらしいんですけれども、この詳細の解説していただいているところで走行音が重なっちゃって意味があんまりよく分からなかったんですよ。なので長野県民の方、どういう時に使うのか、どういったニュアンスなのか詳しく教えてください。形容しがたい言葉らしいですね、ズクってね。で最後に運転手さんからこの方言荷物にならないのでぜひお持ち帰りくださいっていうめちゃくちゃセンスのある一文にね拍手してしまいました。ありがとうございます。そんなこと言ってたらどんどん気分が良くなっちゃう。次々にワインに飲み干してしまいます。この白の冷蔵ビアンコと赤のクスノキ R、 はい、ハロウィンです。ハロウィンです。かわいいです。早いですね、季節が。ありがとうございます。本当ですよね。サロンでされるんですか。そうなんですよ。おしゃれさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。もしよかったらちょっとハロウィンの飾りしてみたい。本当だ。一枚取りましょうか。ありがとうございます。ちょっとだけ待ってていただいていいですか。大丈夫です。ちょっとおかけに。信州中野に到着。ちょうど列車の中ハロウィンの飾り付けしているので、その素敵なネイルと一緒に撮りませんかと写真をいただいてしまいました。すごいね、スタッフの皆さんがめちゃめちゃありがたい。列車出発後15分が経過。そして3杯目のワイン、いいペースです。こちらは須坂市にあるクスノキワイナリーのクスノキ R という赤いワインですね。自社ブドウを使用されているとのことで、ワイナリーがもうブドウ畑持っているんですね。バランスがよくエレガントで優しい味わいのワインということで、詳細はね分かりません、ごめんなさい。私の舌にはちょっとまだお子ちゃますぎるんですけれども、とにかく美味しかったです。はい。なのでおつまみもたくさんバクバクいただけちゃう、そんなエレガントって言っていいのか分かんないけど、私がお味のするワインでございました。
そして4杯目が高山村にあるカンティーナ・リエゾーというところのワイナリーのリエゾービアンコピノネロ白ワインです。ややピンクがかったペールイエローの色合いからスモモやラズベリーなどの果実、飲むヨーグルトなどの乳酸飲料の香りが感じられます。黒ぶどうから作られていることもあり、湿度を気にせず楽しめるボリュームと気軽さが魅力ですって説明に書いてあったんですけど、黒ぶどうからこういう色のワインができるんだなというのに驚いたことと、本当にちょっとピリッとするような乳酸菌飲料を飲んでいるような感覚でしたね。ちょっとこれは特徴的で覚えています。さてお客様、まもなくのんびり号の左右には白い構造のような建物が見えてまいりますが、この中では何を作っているかお分かりになりますでしょうか。この中ではえのき茸、ぶなしめじ、エリンギなどさまざまなキノコの栽培が行われており、中でもえのき茸の生産仲間、ここ中野市が日本一を誇っております。今では鍋物の材料として定番となりましたえのき茸ですが、人工栽培の始まりは1928年、京都の森本彦三郎さんという方がおがくずを使った画期的な栽培法を考案したことに始まります。これをヒントに瓶による栽培法が確立され、その後中野市をはじめ長野県内の多くの地域に栽培が広がりました。えのき茸は気象の制約から当初は冬を中心に栽培されておりましたが、冷房設備による生鮮の生産が可能となり、現在では施設の大型化と機械化が進み、建物の中はまるで野菜工場のような光景が見られます。さて本来ですと、お客様の右手には5つの独立した大きな山々がご覧いただけますが、残念ながら本日は雲がかかりご覧いただけません。本来ですと一番右手からマダラオ山、その左手妙高山、黒姫山、戸隠連山、一番左手の山が飯津の山というふうに大きな山が連なって見えます。山が見えたらよかったんですご存知のように長野県は南北に長い山があり、って感じで、ここ長野鉄が走りますね。両方の方まで見えちゃうの。そうなんです。この北進地方の5つの山を想像して北進語学と呼び親しまれております。妙高山はお隣、新潟県の山でございますが、長野県では北進語学の一員として親しまれております。さてこの北進語学の一番右側、マダラオ山のふもと、長野市豊田地区は国文学者高野達之が生まれ育ったところです。高野達之と聞いてイメージが湧かないと思いますので、歌を一つご紹介いたします。うさぎおいしぶるやおるなつりしあのなばゆめありまもめるりて忘れたきふるさと。皆様もよくご存知のふるさとをご紹介いたしました。歌普通に。ふるさとが誕生したのは1914年ですが、うさぎおいしいかの山とお菓子にあるように、当時は小学校の行事にうさぎ酔いという行事があり、野うさぎを捕まえて大勢でうさぎ鍋にして食べたそうです。おそらく仲間はふるさとの作詞にあたり、子供の頃の思い出や友達と食べたうさぎ鍋は懐かしさがあふれる出来事だったと思われます。さてのんびり号は栗で有名な小布施町へと入ってまいりました。やはり小布施といえば栗。小布施町内の各店舗では新栗を使ったメニューで皆様をおもてなししております。小布施町の栗は皆様もよくご存知だと思いますので、本日は小布施町にある小さな牛乳屋さん、小布施牛乳についてご紹介いたします。昭和25年に創業し、3世紀以上にわたってここ北進地域で親しまれている小布施牛乳。地元の子どもたちはこの牛乳を飲んですくと育ちます。その製造方法は880度で15分、牛乳を殺菌する高温ホル殺菌という独特な方法を用いております。皆様が普段飲んでいる牛乳は
130度で2秒間という超高温での炊きとなっておりますので、他の牛乳とは味わいが全く異なります。ぜひ一度おぶせ牛乳をご賞味ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく栗と北斎と花の町に小布施に到着いたします。小布施駅に展示されているこちらは長野電鉄2000系車両です。現在走っている車両すべて他の鉄道会社から譲渡されたものなんですが、あちらの車両は唯一長電が持っていたオリジナル車両でした。運行は2012年に終了しています。またアナウンスで栗と北斎と花の町小布施と紹介されていましたが、葛飾北斎が晩年を過ごし大作を残した場所でもあります。ありがとうございました。ちょっと降りてみましょうか。この列車は11時56分発特急湯煙のんびり号長野行きです。長野駅に向かいます特急列車となります。懐かしいシャインマスカット売ってる。懐かしいな。大学4年生4年の時かな3年の時かな来たんですよ、小布施デートで。ちょうど今ぐらいの季節ですかね。栗食べてさ、朱雀堂っていう結構有名な小布施のなんか栗菓子を提供してくれるところがあるんですけど、そこに栗食べに来たんですよね、郡大から。懐かしいな。そう、私小布施一度だけデートで来たことがあるんです。大学生の時に栗菓子を食べに来たんですけれども、まあわがままでしたからね、現役20歳時代って。その彼とはうまくいきませんでした。ごめんなさい。ありがとうございました。楽しいなこの列車。譲渡していただいた車両しか走ってません今ね。マスカットと成田エクスプレスとか。はい、そうですよね。そうです日比谷線とかね。電車好きなんです。ちょっとかじって。かじると好きになりますよね。でもね、わかります。楽しみにしてきました。ありがとうございます。昭和60年。安いな、シャインマスカット。シャインマスカット安い。このね、カンティーナリエゾーっていうちょっとピンクみがかった白ワイン、これ結構美味しい。特急長野駅発車です。かわいい。栗だ。ご乗車ありがとうございます。特急湯煙のんびり号長野行きです。次は須坂に停車いたします。ここ小布施町は年間およそ100万人もの人が訪れる大観光地です。国際館をはじめとした博物館や歴史的ゆかりのあるお寺、栗を使ったお土産、古寺の庭を拝見できるオープンガーデンなど、栗と北斎と花の町として町づくりが行われております。車内でも一口栗羊羹を販売しておりますので、どうぞご賞味ください。小布施駅を出てすぐ渡るのは松川。この辺り鉄分が豊富な土地だそうで、川の色の石が少し赤茶色に変色しています。この松川の上流にある長野県高山村は、その土壌や土地の形などがフランスのブルゴーニュ地方とかシャンパーニュ地方に非常に似ているので、ワインブドウがねよく育ちやすいんですって。なのでそれぞれのワイナリーも自分の畑を持ってブドウを自社栽培していろんな種類のワインが提供できるそうです。そうして振り返れば間もなく収穫時期を迎えた立派な栗があったり、それまでにはリンゴがたくさん実っていたり、もうね車窓でお腹いっぱいになっちゃいますね。美味しいですね、ワイン。やっぱりワインお似合いです。ありがとうございます。3つのことを指します。
ちらは小山ヶ崎あった奥にワイナリーあります。立て続けに6杯目といきましょう。こちらの赤ワインは高谷城ファームのカベルネ・ソービニオン&メルローです。この高谷城っていうのが来るとき車窓で見た高社山、そのお山の名前から取っているそうです。この白ワインはサンクゼールというワイナリーのシオンという白ワインで、青リンゴのようなねシャキッとした風味が特徴です。青リンゴみたいな味ですよ。まったりワインを楽しんでいたらもう須坂駅に到着。急いでおつまみ食べましょう。ここね車両基地があるらしくって面白いものたくさん見えました。先ほど添乗員さんもお話しされていましたが、長野電鉄譲渡された車両ばかりで運転されています。もともと JR 東日本成田エクスプレスで使われていた253系だったり東急や東京メトロの車両ずらっと並んでおりました。うおーと、今ここで活躍してるんだねと、次の人生を謳歌している様見れて非常に美味しく感じました。嬉しく感じました。ごめんなさい、ワインと混ざっちゃった。須坂に到着です。この列車は東急湯煙のんびり号長野行きです。次の停車駅権堂となります。ご注意ください。事前予約制のモニマネ列車となっております。ご注意ください。発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この列車は東急湯煙のんびり号長野行きです。この先権堂12時26分、終着駅長野12時30分の到着です。車内には長野電鉄大出出し隊が乗車しております。沿線のご案内とともに車内販売も行っておりますので、お近くを通りました際どうぞお気軽にご覧をおかけください。ここ須坂市は人口約5万人、全国有数のブドウ、リンゴの生産地でございます。明治から昭和初期にかけては近代製紙業の町として栄え、遠く海外までその名を知られました。また長野県は味噌作りも有名ですが、現在日本で作られる味噌の生産量の約4割がここ長野県で作られ、信州味噌として広く使われております。ここ須坂市にも味噌蔵が多数あり、味噌蔵見学や味噌作り体験を行うことができます。沿線の観光、歴史、著名人、土地の特徴、それに美味しいおつまみに数多くのワイン、これ全部80分間の間でやらなきゃいけないってめちゃめちゃ忙しいんですけれども、超楽しかったですね。かなり充実している観光列車なんじゃないでしょうか。こう頭をポーっとして何にも考えずに乗っていても、なんだかちょっと賢くなった気分になれる、そんな列車だなと思いました。ちなみに信州味噌が長野県有名で、日本で作られる4割の味噌を作ってるんですってね。考えてみれば、私群馬県出身なんですけど、味噌田楽、特にこんにゃく群馬有名ですから、味噌を使ったものとか、あとは焼きまんじゅうですね、それに味噌パンとか名物であるんですけど、お味噌使った料理多かったんですよ。これもこの土地柄なのかもしれないですね。近所長野なんで。長野県内では千曲川、お隣の新潟県に入りますと、皆様もよくご存知信濃川と名前を変え、日本海へ注ぐ全長 367km にも及ぶ日本一長い川でございます。また渡っております橋は村山橋です。大正15年より83年間使われておりました旧橋に代わり、平成21年11月より供用を開始いたしました。この橋は一つの橋桁に鉄道と道路が共用しているという全国的にも珍しい鉄道道路併用橋となっております。全長 837.8 メートル、左手を走ります道路は国道406号線、長野市と須坂市とを結ぶ大動脈となっております。本日のんびり号は村山橋の上ですぐ停車をいたします。どうぞ橋の上からの風景をごゆっくりとご堪能ください。平成21年に架け直された鉄道道路併用橋村山橋の上でのんびり号一時停車いたします。日本一長い千曲川またの名を信濃川、じっくりと堪能することができます。
電車好きで、そうなんですよ。ずっと乗ってみたいなと思ってたんですけど、今日どちらから見えたの？今日は愛知県から来たんですけど、出身が群馬で、死ぬほど飲んでます。全種類制覇しようと思って飲んじゃってるんですけど、2週3週してください。頑張ります。結構あっという間に過ぎちゃいますね。75分ね。千曲川を渡るともう終点まで間もなくです。さすがにペース上げていかないと7種類全部制覇できませんから、一生懸命画面の前のあなたのために飲みました。ここでまた面白い長野県の豆知識、おやきとかいろんな有名なものは皆さん知ってるでしょうから、ここでは超ローカルフードビタミンちくわについて紹介しますとアナウンスが入りました。本日はローカルなソウルフードビタミンちくわをお客様にご案内いたします。ビタミンちくわ、海なし県なのに魚製品と疑問に思った方も多いと思います。ビタミンちくわ、このちくわは1952年に石川県のスピオという会社が戦後の日本人のビタミン不足が問題になり始めた頃、ちくわにサメの肝油を入れて製造したのが始まりです。長野名物のビタミンちくわなんですが、実は作られているのはほとんどが石川県なんですね。石川の杉代という会社が1952年にサメの肝油をちくわに入れて製造しました。その肝油にはビタミン A、D が豊富ということでビタミンちくわと名付けられたそうです。全国的に売り出されていたんですけれども、なぜか長野県で爆発的にヒットしたみたいなんですね。というのも、長野県内陸県で海産物がなかなか取れづらかったんですよ。だからちくわって白身を練って作られてるじゃないですか。そういうところと、当時は輸送するのに時間がかかりましたから、腐らないたびにちくわの真ん中に塩も入れていたんですね。それで保存が効く上に塩分まで取れるってことで、1950年代って黒部ダムの建設進められてましたよね。そこでもちくわ、ビタミンちくわを使ったビタミンカレーなんていうのが食べられていたそうです。だから長野県に広まったんですね。なんで内陸県で群馬に来なかったのかはちょっと不思議なんですけど。並行して下を走ります線路は信濃鉄道です。かつては JR 信越線として使われておりましたが、北陸新幹線延伸の際、信濃鉄道に調査されました。ここでは鉄道の線路が3線交差しております。一番上が北陸新幹線、中段が長野電鉄、一番下が信濃鉄道です。タイミングが良ければ東京へ向かう白鷹号通学プログレスが本日いかがでしょうか。時間に合わせて運転手さんじわじわここまでやってきます。ありがとうございます。お客様の右側から左側へ東京駅に向けて全力疾走する白鷹号を通過しているのが確認できるかと思います。先ほど停車した村山町からこの新幹線通過のため速度調整をして運転していただいた折りたたみ運転士、ありがとうございます。ありがとうございます。北陸新幹線高架橋の下を通過いたします。その隣にあるのが信濃鉄道、かつての信越本線の線路です。2015年まで北陸新幹線終着は長野駅でした。東京駅に降り立つと北陸新幹線じゃなくて長野駅新幹線という案内が出ていて、それを省略して長野新幹線ってずっと呼ばれてたんで、私もね長野新幹線で覚えてて、北陸って言われた時にあんまりピンとこなかったんですよね。新幹線が北陸方面へ延伸されるまで高架橋の上列車走行していなかったので、今でもあそこと交差するときに新幹線が上をビューンと走っていくと不思議な気持ちになると車掌さんがおっしゃっていました。そんな延伸されてから早9年、今年2024年は敦賀まで北陸新幹線延伸しましたからね。時の流れというのは本当に恐ろしいものです。そしてさっきのビタミンちくわの件なんですけれども、今年の年初に能登半島の方で大きな地震がありまして、それからスーパーにビタミンちくわあんまり並ばなくなってしまったみたいなんですよね。日々の食卓に並んでいたものがなくなるって寂しいものなのだなと、この遠い長野の地から復興を祈っておりますと、一言コメントもありました。こちらお取りになられました。いただいてもいいですか？一つどうぞ。お隣にいる女子の係が手作りなんで、はい。
のんびりって感じ。それはすみません。ありがとうございます。左手が軽井沢東京方面です。ホスピタリティがえぐいんだよな。全校時代の行き路線バスすごいな。感動しちゃいましたよ。皆様特急煙のんびり号の旅をお楽しみいただけましたでしょうか。はい、もうすぐ終着かな。7杯目最後の1杯は高城ファームのシャルドネ。自社農園で栽培したシャルドネを 100% 使用し、ペーパーフィルターを使用せず詰めました。これまで以上に香り高く仕上がったシャルドネです。リリース仕立てのフレッシュさを楽しんでいただけますって説明書きには書いてあったんですけれども、とにかく美味しかったです。ペーパーフィルター使ってないってことなんで、どうやってこしてるのかわかんないんですけれども、ワイン詳しい方いろいろ教えてください。もう間もなく長野駅一歩手前の権堂駅に到着。車両は地下の線路へと入ってまいりました。ご乗車ありがとうございました。まもなく権堂に到着いたします。権堂駅到着いたしました。確か長野電鉄の本社があるのがここ権堂だったかなと思います。先ほどまで果樹園を走っていた自然豊かな景色とは一変、なんだか昔の営団時代の地下鉄の駅に迷い込んでしまったかのような雰囲気。次が終着駅長野に停車いたします。のんびり号は3番線の到着となります。北陸新幹線、JR 在来線、信濃鉄道線、善光寺、松代、戸隠方面路線バスをご利用のお客様、善光寺方面路線バスご利用のお客様ということで7種類ワイン達成しました。ありがとうございます。最後の1杯飲み終わった後にジュースどうですかって最後の最後まで海外しく対応してくださってありがとうございます。素晴らしい車両でした。私今日サバエの5万円のメガネかけていたんですけれども、そのメガネ素敵ですね、ぜひそれで1枚撮らせてくださいって言って5、6枚ぐらいバシャバシャバシャ撮ってくれたんですよ。その作品がこちら。素晴らしい接客ありがとうございます。楽しかったです。本日もあなたと旅できてよかった。ありがとうございました。着きました長野。本当あっという間だった。めっちゃいい列車だったな。楽しかったな。ありがとうございました。すごい楽しかったんですけど、車両にトイレついてないんで、途中小布施で停車している間にトイレ行きたい人はトイレ行くんですけど、私トイレそんなにその時は尿意催してなかったんですが、今限界です。膀胱が破裂しそう。トイレありがとうございました。無事長野到着しました。楽しかった。来ました。善光寺、ごめん、善光寺じゃなくて長野駅。長野まで降りてきちゃうと、まあちょうどいいぐらいかな。半袖でも長袖でも、半袖だとちょうどいいぐらいかな。長袖だとちょっと暑いぐらいですかね。まあでも快適な気温ですよ。で長野は割とどこに行ってもこの長野1998、もう今から何年前 ?26 年前になるのかな。この長野冬季のオリンピックのこういうのが残ってるんですけれども、多分ねこの時代を知らない人からすると、いやまだそんなにオリンピック98年のオリンピック引っ張ってんのかって思うかもしれないんですけど、やっぱオリンピック誘致するってものすごいことなんですよ。しかも多分ね、そのオリンピック開催されるまでそんなに脚光を浴びてこなかった場所なんですよね。長野市じゃなくてその志賀高原とかの方はね。だからそこで冬季のオリンピックが開催されるってものすごいことだったんですよ、当時にしては。でさ、歴史的なことじゃないですか、長野オリンピック開催されるって。だからやっぱり誇りなんですよね。これは長野じゃなくて日本としての誇りでも
あるとは私は思っていて、だからそれは今でも使うよねっていうその気持ちはすごいよくわかる、まだこするのかっていう気持ちもなんとなくわかるけど、でもそれほどすごいことなんだっていうその気持ちはねめっちゃわかります。私は現役プロ20歳なんですが、オリンピックってね見てましたからね、やっぱりね感動ありがとうって思いますよ。今でも長野県来るとオリンピックのあの場所かって思いますからね。ありがとうございました。ということでここからは特急信濃に乗車して長野から一気に我がふるさとじゃなくて我が居住地、愛知県まで帰ろうと思いますなんですが、ベロベロに酔っ払ってます。私全制覇したんで、ワインバレー列車の中で出してもらえるワイン全制覇したので、もうろれつも回らないぐらい結構75分であんだけ飲みましたからね、ベロベロなんですけどだからここでもう終わりにします。ごめんなさい、帰りの信濃まで動画にしようとしてたけど多分もう無理、寝ます。やばい、めっちゃ酔っ払ってる。私の命をください。110円で300と120円で500だったら550だったら普通に120円買うよね。おかしい。10円の違いでこんな違うもんかね。私の命助けてください。私の体を。ベロベロだ。ついてた。恵みの信濃ありがとう。これによればもう長野まで寝てればいいってことですね。ごめん、名古屋まで。ベロベロすぎるな。楽しかった。ありがとうございます。今日やっぱり日曜日だからなのかな、めちゃめちゃ編成長い。めっちゃ編成長いですね。私は5号車です。よろしくお願いします。ということで全力を尽くしました。加古鉄帰路に着きます。もうベロベロです。あと3時間くらい寝ていれば長野まで連れてってくれますからね。特急信濃号が頼んだぞと命の水を抱えてお休みいたします。 The green car is number 1. Thank you. 目をつむった瞬間1時間半ぐらい経っていました。心地いいんですよね、この振り子式電車の揺れが。そしてパッと目線を伸ばしたら、多分ね長野で買われたおりんごなんでしょうかね。一生懸命男性の方が向かれていてですね、列車でりんご剥く人初めて見たななんて思いつつ、ずっと見てたら自分は食べずに先に奥さんと娘さんにりんごを渡して最後にご自身の分剥かれてたんですよ。いい旦那さんだなと思ってちょっと感動しちゃいました何をやってんだお前はって感じなんですけれどもね。列車は間もなく木曽福島駅に到着。かつては中山道の宿場町としてたくさんの方が泊まられていた場所でもあります。この辺り特徴的なのが赤い屋根。昔は雪から屋根を守るために薬を塗っていたんですが、その色がね赤かったらしいんですよ。今では技術がもっと発達しているので赤い屋根じゃなくてもいいような気もするんですけれども、当時の名残なんじゃないでしょうか。そして上野を出発して草津温泉渋峠を越え湯田中から長野へ木曽路をぐんぐん下ってきた。いよいよ我がふるさとにもうなっちゃいましたがね、愛知県へ向かっています。駅前にお鎮座されている D51 帰ってきたよ、こっちにね一言叫びまして、そして画面の前のあなたにも今回丸2日間ですかね、峠越えの旅ご一緒してくださって誠に感謝申し上げます。そして道中出会ったスタッフの方々、マーカス君、素敵な旅を私にこんな経験をさせていただきましてありがとうございました。また次も一緒に旅してください。着きました。名古屋
らも涼しいですね。ということで皆さんお疲れ様でした。県境を越える旅楽しかった。今日もありがとうございました。